こんばんは。こんばんは。音声と画面いかがでしょうか。あ、こんばんは。東さんこんばんは。安田さんもこんばんは。ありがとうございます。すいません。いつもありがとうございます。あ、カスさんもこんばんは。ありがとうございます。音声と画面は大丈夫そうですかね。はい。ありがとうございます。今日は23時に終了します。もうなんかこうやって決めとかないとマジでズルズルいっちゃうんで。今回も超低遅延にしてるんですけど、どうですかね。あ、F シャープさんもこんばんは。いつもありがとうございます。割と早くコメントが上がってくるはずなんですけど、大丈夫かな。拾え、全部拾えてるよな。よっしゃ。さあ今日はちょっとね、ティア表を作りたいなと思ってはいるんですよ。こう皆さんの意見をね、聞きたいっすね。このチャット GPT はまあマストで課金するとして、その次何選ぶっていうのをちょっと意見を聞きたいっすね。あ、ライジマルさんもこんばんは。いつもありがとうございます。そうなんですよ。安野さん、前回作れなかったんで、ちょっとこれは一回作っときたいなと思ってて、チャット GPT の次、次に何に課金する。これ画面小さくないですか？大丈夫ですか？これで動かせるよな。いや、結構難しいっすよね、これ。難しいけど、悩ましいし、なんか、でも楽しいな、みたいな。あ、全然でかい。普通でいいっすか？普通でいい。いや、どうしましょうかね、これ。なんかちょっと面白いんだけど。で、今のところ、ラインナップとしては、まあ、チャット GPT とクロードと、今回ね、カーソルも入れちゃったんですけど、で、フェローとジェミニとジェンスパークと X と、まあ、X はグロック、で、マヌスとノーションとパープレキシティを入れてます。他に、こいつ入れたらっていうのはあります？こいつは入れとかなきゃダメでしょとか、こいつも候補でいいんじゃないですかとか、あれば。大体でもこの辺じゃないかなと思うんすよね。まあ、ディファイとかそういうのを入れ始めちゃうと、より難しくなっちゃうんで、まあ、あくまでも、そうだな、まあ、がっつりエンジニアリングしてるとか、プログラミングしてるっていう方だったらもっと選択肢が増えるのかもしんないですけど、僕のレベルだと、これ以上手出しちゃうと、ちょっと扱いきれないんですよね。デビンとか
リレプリットですかね。その辺入れちゃいます？まあまあ確かにそうですね。カーソルはちょっとね、枠が違う気がしますね。確かに。あの、プログラミングエディターですからね。ただ最近カーソルで、なんかオブジディアンと連携してっていうのとか、あとカーソルで文章執筆してますとか、なんだろマープのスライド作ってますっていう人が結構増えてきてるっていうか、なんか流行ってる感じなんで、まあちょっと入れちゃってもいいかなと思って並べました。D ランクまで入れるなら数が必要。まあそうだな。デビンとかも入れちゃいます？ ディファイとか。アキさんこんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。キャンバ。コパイロット。確かに。確かに確かに。ちょっと待ってくださいよ。デビン。デビン。ちょっと今回は画像をお借りします。あれ動かなくなった。今画面止まってないっすよね。なんで反応しないんだろう。キャンバ。違う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 。画面止まってないですよね。お借りします。なんでこの後動かなくなっちゃうんだよな。なんでだろう。で、コパイロットですね。コパイロット。コパイロット。お借りします。あれですね。カーソル MCP 枠なら、もう今、カーソルめっちゃ流行ってますもんね。学生1年間無料とかやっちゃってるし、執筆もいけるよっていうので、めっちゃ流行ってますからね。LLM っていうくくりにしないなら画像生成や動画生成 AI も候補に入れてもいいかも。そうっすね。そっちまで入れちゃうと結構難しいが、まあでも、そうだな。入れたらまたそれはそれで面白いよな。画像は今、画面は止まってないですよね。KM さん、こんばんは。ありがとうございます。グロックはランク外ですか？いや、まだね、始めてないです。今ここに全部並べてて、これからやる感じです。みおさん、こんばんは。移動しながら、今日も移動中ですか？ありがとうございます。無理のない範囲で、よろしくお願いします。個人的にはチャット GPT の前にジェミニアドバンスですね。2テラ必須なので、まあそうっすよね。確かに。2テラはでかいっすよね。デビンとコパイロットとキャンバと、
あとどの辺入れますか？スノとか入れちゃいます？音楽生成 AI、動画生成 AI。まあ、画像は結構需要高いのかな。えーっと、スノ、スノ AI。あ、こういうロゴなの？かわいいな。あ、リラくんさんこんばんは。いつもありがとうございます。あ、俊介さんもこんばんは。いつもありがとうございます。今日はティアフ用を作りますよ。ティアフ用。ティア表をめっちゃ噛むやん。あ、動いた。動いたじゃん。あとは、スティーブルディフュージョンでしたっけ？スティーブルディフュージョン。これで合ってんのか？これ合ってる？合ってる？これロゴ合ってます？これで。合ってんのか？こっちにしとこう。あ、これは会社のロゴなんすね。なるほど。まあ、ちょっと分かりやすい方にして。あ、ミッドジャーニー。ミッドジャーニー。確かに。ミッドジャーニー。使ったことないんだよな、ミッドジャーニー。あと何がありますかね。どの辺を、どこまで含めちゃうかな。まあ、結構メジャー級は入れといた方がいいもんな。えーっスティーブル・ディフュージョンと、ミッドジャーニーと、スノ。あとは、カムイはちょっと敷居が高いんじゃないですかね。まあ、あれは、いや、入れようか迷ったんすよ。カムイ入れようか迷って、今回はちょっとね、やめました。元木さんには申し訳ないんですけど、気持ちは入れたかったけど、ちょっとあれはレベルが高すぎるかなと思って。あ、ダグディクさんこんばんは。ありがとうございます。画像生成とか関係なく、チャット GPT の次に何を課金するかっていうティア表を作ろうと思ってるんですよ。で、今、候補をいろいろピックアップ中なんですけど、画像生成はローカル環境だと Mac が厳しい。まあ、そうっすよね。まあ、それこそ僕のスペックだと明らかに厳しいんですけど、画像生成 AI の代表的なものってどの辺ですかね？あと、ど、画像生成 AI。もう今画像って入れるだけでここまで来ちゃうんだよな。キャンバー、生成、画像生、アドビ、アドビ、アドビは入れなきゃじゃないですか。あ、違うんだよ。アドビを開きたいわけじゃないんだよ。アドビは入れなきゃっすよね。どのロゴ使おう？これでいい？赤がいいな。
赤がいいな。パワーバンクスさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。楽しんでいってください。ね、やっぱカムイはちょっとね、敷居が高すぎますね。あ、ノートブック LM を単体で入れるかどうか。まあ確かにな、ノートブック LM は入れてもいいか。確かに。もうこいつは単体でいいよね。間違いない。あ、マッピファイっすね。ライジンマルさん。確かに。マッピファイも入れといていいな。確かに確かに。うわ、すげえ出てくるじゃん。めっちゃ楽しい。ラグディグさん、アドビファイアフライト、ミッドジャーニー。他ありますかね。まあ画像に限定しなくても、まあ動画とかでもいいし、ね、アドビはちょっと入れとかないと、アドビに失礼かもしれないですね。怒られちゃうかも。とりあえず MCP 対応してくれたら、クロードかチャットビジンの以外、あ、そうなんだ。まあでも、いずれ来ますからね。いや、そうなんですよね、フシャープさん。異ジャンルのものを入れると収集つかなくなりそうなんだけど、でもね、需要がありそうなものはちょっと入れとくのは面白いかなと思うんですよね。今どこまで入れたっけ？ Adobe、マッピファイ、ノートブック LM。ノートブック LM はね、課金をしなくても使えるんだが、今入れ忘れてるのはないっすよね。ないっすね。ちょっと、これもゴミ箱に入れる。子供の色塗りのやつをダウンロードしたら邪魔になっちゃった。あ、モンさんこんばんは。ありがとうございます。ぜひぜひ楽しんでいってください。あ、バイさんもこんばんは。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。ディープシーク入れますだってディープシークだって今課金できないですもんね。一応課金するにしてるんで、まあディープシークね、ここに入れると面白いっちゃ面白いけど。あ、動画だと、ランウェイ。はい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 。キリングでしたっけ？ピカ。出てくるな。ランウェイとキリングは確かに。ランウェイ。ランウェイ違いだよね。ランウェイ歩いちゃってるね。動画生成 AI。ちょっと待って、ランウェイってすぐに書けないんですよ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいね。ラン、ん、ランウェイ。あれあ AI って入れなきゃいけないか。ランウェイ。ランウェイと、また止まった。なんで止まるんだろうな。キリング、キリング、キリング AI。これ動画か。
とロゴこれでいいですかね。ピカ。いや、ダグリグさんやっぱ被りますよね。やっぱみんな思うところは一緒。あと、ここで知名度がやっぱ確認できますね。これは面白い。ピカ、ピカ、ピカ AI。画像。あ、ピカってこんなロゴなんだ。はいはいはい。あとは、F シャープさん。ワンってなんすかワン。それ動画っすか？ワン。あ、へえ、これも動画生成 AI なんだ。アリババグループ。へえ、これは知らんかったぞ。変な声で。これワンで合ってんすかね？みんな知ってましたこれ？拾いきれてなかった。あ、ガンマ。ガンマ。需要高そう。ガンマは需要高そう。ガンマ。ガンマは需要高いっすよね。間違いない。そうっすね。ディファイ入れます？冒頭のところでね、ディファイどうしようかって迷ったんすよ。まあでも入れちゃうか。ディファイは相当有名になったもんな。デディファイ。ディファイ入れちゃいますか。個人的にはディファイ使えるようになりたいなと思うんですよね。N8N ってなんすか？ N8N？ N8N？ こんなのあんすか？エージェント。N8N っていう名前呼び方じゃないだろうなと。ワークフロー自動化ツール。へえ、こんなのあんだ。400以上の外部サービスを統合可能なワークフロー自動化ツール。これちょっとレベル高くないっすか？これはちょっとレベル高いっすよね。API とか含め始めたらもうほんと収集つかないっすよね。めっちゃ広がるんすけど、いろいろ事前の噂では先週今週はいろいろアップデートあると言われていて、毎日深夜まで起きてたから寝不足。そう、グロックのね、アップデート来なかったっすね。グロック3.5。動画だとドリームマシーン。あったね、ドリームマシーン。入れちゃいます？ドリームマシーンもめっちゃマーシーになってます。ドリームマシーン。ロゴが欲しいんだよ、ロゴが。やっぱこういう時に英語が苦手だと不便ですよね。ドリームマシーン。まあちょっと分かりやすくこれで。あとは
GitHub コパイロット。GitHub コパイロットまで入れちゃうとちょっとやっぱりどうかな、広がりすぎてないですか？もうすでになんか収集がつかなくなってきてる感じがする。あ、ボルト。ボルト V0 は入れましょうか。ボルトと V0 は入れましょう。いや、マジで V0 は本当に一時代を築きましたよ。彼は。こっちにしよう。ボルト AI。ボルトもめっちゃ流行ったっすもんね。あとはN8N って名前で呼び方でいいのかな。絶対違うと思いますけど、ディファイの仲間みたいなの。そうなんだ。400以上統合できるってやばいっすね。安野さんがデビンを押してましたね。僕安野さんの動画見てるんでめっちゃ押してましたね。なんか神道立ち上げてましたし、個人的にはちょっと応援したいっすね。デビンは個人向けじゃないイメージ。もともと$500以上。マジっすか？高っ。リプレット入れちゃいましょうかね。リプ合ってる？リプ、これリプリットなんすかね。もしかしてリプリット？だいぶ増えてきた。ラジオ大好きさんこんばんは。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。N8 マケザッピアあたりのワークフロー系は序列は気になってますが入れない方が良さそう。もうそこまでワークフローとかなんか自分でエージェント構築するまでになっちゃうとマジで収集つかないっすよね。そもそもなんていうんですかね。一つの基準としては僕を前提にしてくださいね。僕でも触れそうなやつをざっくりと基準にしていただけると、V0 ボルトドリームマシンめっちゃ増えてきた。あとこいつ入ってないっすよね。あとはピカレプリットランウェイ、こんな感じっすかね。結構いっぱいある。モンさんスライド作る系イルシルとか入れちゃいます？イルシルでもちょっと入れといてもいいかもしんないな。イルシルは地味にとか言っちゃダメだけど需要ありそうだよな。イルシルこの中で日本企業ってイルシルぐらい。フェローもか。なんかすごいラインナップになった他どうすか？こんな感じでいきます？
1234567の830個、今30個、結構出ましたね。30個、まあまあじゃないですか。あ、トップガンさん、こんばんは。いつもありがとうございます。キャンバとノーションは入ってます。候補に入ってます。で、今、動画生成 AI とか画像生成 AI もちょっとこう、ピックアップして出してきて、今30個あるんですけど、まあまあありますよね。結構多いっすね。ひとまずこれでいきますか。まだ出そうですか、候補。他に何がある？いや、本当にこんなに課金したらやばいっすよね。全部でいくらぐらいになるんだろう。ので、1個3000円だとしても9万っすもんね。3000円で30個でしょ？合ってる？かけ30。そうですね、9万ですね。でも、全部が3000円じゃないですもんね。AI 破産。月9万の課金は相当贅沢っすよね。てか、こんなに使い切れるんかって話になっちゃうし。オブジディアンは、オブジディアンは AI 枠に入れますか？課金枠に入れます？難しいな。オブジディアンは個人的にはすごい好きですけど、どうだろう。Y さん、グロックありますよ。グロックはこれです。グロック。コーディングだと、ウィンドサーフ。あれですね、オープン AI に買収されたウィンドサーフ。ウィンドサーサーフ。違うんだって。 AI なんだって。ウィンドサーフ。ちょっと分かりやすいようにこっちでいきましょうか。オブジディアンをその AI 課金枠としてカウントするかどうかはちょっと難しいとこっすよね。なんでこれフリーズするんだろう。今ウィンドサーフだけでしたっけ、追加したの。31個。あとはこんなもんか。こんなもんっすよね。こっちのは全部入れてる。シロさんこんばんは。ありがとうございます。いつも勉強させてもらって、新しい知識が増えるんで、ありがとうございます。ぜひ楽しんでいってください。広げられるだけ広げてもらえると助かります。まあそうですね。収集つかないと思いますけど、楽しみながらやっていきましょう。まあもしなんかこういうの、これ入ってないのとかあれば言っていただければ入れましょう。今31個あります。あれですね。グロックのもう一個のロゴってことですね。どっちがメジャーなんだろうな。グロック。違うんだよ。グロック。そうか、こっちの方がメジャーか。そうっすね。分かりやすいようにこっちに変えましょうかね。
消えた。なんでこんなに重たいんだろう今日。なんかすごい重たいんですけど、なんでだろう。ちょっとお待ちを。キャンバでグロックが入ったから、とりあえずこれを全部入れて、これは消すと。はい、31個あります今。ウディオ聞いたことあるな。スノと双璧をなすサービス。増やしてきますね。いいっすね。でも音楽生成 AI なんかあれですもんね、スノ以外がやっぱり出てきにくい。ウディオ AI 見たことあるこのロゴ。どれ使うかな。これでいこうか。わかりやすいやつで。LINEAI200 円。LINEAI。確かに。良心的だな。LINEAI は、誰これ。なんか知らない人が来た。LINE の綴りが間違ってる。実際どうなの LINE。LINEAI 使ってます？全然使わないんですけど。あ、ゆうさんおはようございます。いつもありがとうございます。おはようございますなんだね。クライン。クライン聞くわ。クラインって単体でしたっけ？単体の AI でしたっけ？あの、コーディングアシストっすよね。クライン。これ。コパイロットっぽい顔してんだよな。クラインって分かりやす、あったな。なんかカーソル VS クラインとかって言われてる時期。どのロゴがいいかな。ちょっと分かりやすくこれにします。いや、トップガンさん、これ公平には無理ですよね。公平にっていうのはかなり難しい気がします。今何を入れたっけ？ウディオを入れて、そうですよね。クラインはプラグインですよね。なので単体の AI じゃないですもんね。なので今回はちょっと入れずに混乱しちゃうんで、入れずに行かせていただきます。今32個。1、2、3、4、5、6、7、8。8子32。スラックに AI ってありましたっけ？スラック。スラックに、スラック AI の始め方。
有料プランのアドオンとしてご利用いただけます。へえ。ほう。スラック AI を使ってる方いらっしゃいます？こいつ入れる。僕スラックを使ったことがないんですよね。だから全然イメージが湧かないんですけど、ちょっと保留でいいですか、スラックは。一旦これでいってみます。一旦この32個で。で、もしかしたらやってる最中にこれも入れた方が良くないっていうのが出てくれば、もう入れちゃう感じで。あ、安田さん大丈夫ですか？じゃあひとまずスラック入れずに行こうかな。青木さん、スラック AI 使えます。オープン AI の API で呼び出してる感じ。へえ。へえ。あ、そんな感じなんだ。視聴者の皆様のメイン用途ランキングになりそうですね。確かに。いや、もうこれはもう独断と偏見ですよ。全然、もうそれでいいと思います。ただ、大前提がチャット GPT の次に、チャット GPT の次にですからね。課金する生成 AI は、はい。これでいきましょうか。まあ、ひとまず、チャット GPT はもう S ランクですよね。もうこれは間違いないんで、ひとまず入れて、はい。いや、そうですね。チャット GPT はもう殿堂入りですよね。チャット GPT をむしろ課金しないっていう選択をする人はどれぐらいいるんだろうな。でも割と偏った使い方ですよね。カーソルで API 全振りしてますみたいな。そういう方だったらチャット GPT いらないっていう人もいそうな気がするけど。ゆゆさん、チャット GPT 課金してないん？マジっすか？マジっすか？あ、リラくんさんもクロードのみ？ええー、面白い。こういうの聞けるの超面白いですね。あ、そういえばディスコードの招待リンク開放しときます。しときます。えーっと、ゆいさんこれどうやってやったらいいですかね。招待リンクってどっから作ればいいですか？あ、ありがとうございます。すいません、いつも。これ、よ。えーっと、今チャットにリンク流します。はい。どこまで行ったっけ？そうですね、ディスコードの招待リンクのところまで行って、ジェミニも S っすね。ひとまず S 埋めますか？ジェミニが、まあ、ジェミニく、これ僕、すごく正直な話をしていいですか？あくまでも個人的な意見なんですけど、クロードって課金するかしないかすごく分かれると思うんですよ。クロードめっちゃ好きで絶対課金するっていう人と、クロードいらなくねっていう人、すごい分かれると思うんですけど、どうすか？
なんかものすごく公平にジャッジをすると、クロードを S に入れにくいんですよね、個人的には。僕はめっちゃ大好きなんで、もう S どころか、SSS なんですけど、クロードは。この辺どう思います？クロードは結構分かれる気がするんですけど。でリラくんさんはクロードのみなんですよね。で、F シャープさんは一時期チャット GPT 解約してクロード課金しました。はい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 。はいはい。そうですね。モンさんはクロードとカーソルのみ。あー、チャット GPT 課金してない派。で、ミオンさんは最近クロード使わなくなってしまったと。で、ライジンマルさん、この配信のために課金しました。チャット GPT を。今まではジェミニとクロード勢。あ、意外とチャット GPT 課金しない人いるんだ。ダグディグさんは今チャット GPT、クロード、ジェミニ全部課金しています。仲間ですね。ありがとうございます。エンジニアであれば S なんですけどね、一般的には A か B か。いや、そうっすよね。ゆいさん、僕もね、その感覚なんですよね。一般的に考えたら、クロードって結構分かれる気がするんすよね。あ、リラ君さん、クロード先週課金したんですが、なしの生活は考えられないです。いや、もうね、クロードはハマっちゃうと、ほんとそうなるんすよね。そうなんすよね。クロードは自分でいろいろと拡張できる人じゃないといけませんからね。まあそうっすね。MCP 使って遊べるようになったら、もうマジで手放せないんですよね。パワーバンクスさんもクロードメイン。あ、えなんかクロードユーザーめっちゃ多くないですか？僕はすげえ嬉しいんですけど。自分は、バイブコーディング用に最近課金した。Not API。あ、API じゃなくて普通にクロードの定額ってことですか？へえ。正直チャット GPT、ジェミニの1個下な気もします。もうここから揺るがしますここを揺るがしますこのタイトルを。タイトル変えちゃう？絶対に課金したい生成 AI にしますか？ってなったら、ここの順位入れ替えれるんですよ。チャット GPT 若干下げれるんですよ。これでいきます？これはこれで面白い気がするんだけどな。Y さんもクロード課金します。プロジェクト機能図解生成、論文作成に大活躍しますので。課金外せない。あ、トップガンさんはクロード解約したんだ。あ、まあ、カーソル使ってたらそうなりますよね。あ、心臓さんこんばんは。ありがとうございます。金ならいくらでもあるからいろんなのにもういくらでも課金してる。安倍晋三様ぐらいになっちゃうとそうなりますよね。一般的な使い道を考えるとクロードは優先順位低いかも。そうっすね。ここがなんか本当にパッキリと分かれる気がするんだよな。調べ物ばかりなのでクロードあまり使わないんですよね。課金してるけど。ああ、アキさんそういう感じですか。のクロードの普通のウェブ検索、まあまあいいっすけどね。私は一つしか課金できないからクロード一択であります。あ、そうなんですね。安田さんそういう制約があるんですね。クロードの性能が良くなって使いましたが、すぐ制限来ちゃうので泣く泣く解約しました。まあ確かにな、制限早いんすよね。それは確かにある。会社の人誰もクロード知らない。これ間違いないっす。クロードの知名度は未だに一般普及はやっぱしてないですね。
チャット GPT ジェミニっすよね。あ、ミオさん、クロード課金してるんすね。あ、ヒグさん、ヒグさんでいいですかね。こんばんは。ありがとうございます。クロードメイン。クロードメインの人多いな。僕のチャンネルを見てくれてるからですかね。僕がクロード推しだからかな。ダグディグさん、チャット GPT。絶対に課金したいってなったら、チャット GPT やっぱ来ますよね。マークスさん、こんばんは。ありがとうございます。エンジニア系はクロード率が高いかと思います。一般の人はまずない。そうっすね。そうっすね。確かにな。アンケート。安田さん、アンケート。なるほど。アンケート機能が確かにチャットにはあるはず。心臓さん、チャット GPT はナンバーワンではない。面白い。チャット GPT は絵の生成、動画生成込みで今だいぶお得感ある。そうなんですよね。空も使えますからね。ひとまずこのタイトルでいいですか。絶対に課金したい生成 AI。もうなんかチャット GPT の次とか言ってましたけど、もうそうじゃなくて。ジェミニにノートブック LM、まあそうですね、入っちゃってますよね。一つしかサービスに課金できないとしたらカーソルに課金します。いや、カーソルはマジ最近熱いっすよね。ジェミニは Google ドライブとかもろもろパックなのでこれもお得ある。いや、間違いないんですよ。いや、本当にそうなんですよ。Google ワークスペースと Google ドライブまでくっついてくるからめっちゃお得なんですよね。一旦ノートブック LM は消しましょうか。こいつちょっといるとややこしいっすね。一旦消して、個人的に絶対課金したい生成 AI はランウェイのアンミリデッドプラン。ミヨンさんなかなかマニアックだな。そういうことですね。安田さん。できないならって前提で、私はガンガン課金します。そうっすよね。そうっすよね。めっちゃ使ってる印象だから。ランウェイのアンリミテッド、優先順位低い。ここに集まる人は一般の人とは違うのかも。いや、そうだと思いますよ。この時間に僕のライブ配信見てくれてる方は多分普通の人じゃないっすよ。クロードウェブサーチ最近の話なのであまり使ってなかった。結構いいっすよ。僕は結構好きっすね。普段から使ってますね。クロードどころか AI の話すら会社で出てこない。いや、そうっすよね。それが多分一般感覚っすよね。SS さんこんばんは。ありがとうございます。初コメになります。クロード課金してるけど、文章中でワンステップ飛ばしての文章を作ることありません？僕だけかもしれない。文章中でワンステップ飛ばしての文章を作る。章立てを飛ばすみたいな感じですか？であれば、僕の個人的な感覚ですけど、なんか例えばですけどブログとかを書かせて全部で8章ありますみたいなのをいきなり全部書かせちゃうと飛ばしたりはしますね。とか途中で止まったりするんですけど、僕も 5章4章以上の結構長文書かせるんだったら2章ずつとかで結構分けて書かせたりはしますね。そういうことでいいっすかね？大丈夫ですかね？みやびさん、こんばんは。ありがとうございます。リテラシー低いところだとチャット GPT 存在知ってるぐらいです。いや、まあ、そうですね。名前は知ってる、触ったことはないみたいな方の方がやっぱ多いっすよね。ぼっちのジョージさん、こんばんは。ありがとうございます。クロードはなんか制限が結構早く来るような気がするんですよね。いや、間違いないです。
制限結構きついっす。制限きついんで、ただ、もうハマっちゃうとね、手放せないんですよね。そうなんですよ、東さん。チャットが加速してて、僕今追いつけてないんですよ。アンケート作りたいんですけど、アンケートが作れないっていう。モンさん iPhone16 使ってても Apple Intelligence でチャット GPT つなげてる人ほとんどいなそう。いや、そうっすよね。全然聞かないんですよね。だから Apple Intelligence 微妙っていう話しか聞かないんすよね。正直。F シャープさん、ランウェイアンリミテッド課金してんすか？すげえ、猛者がいた。猛者がいた。動画生成 AI 勉強したいのですけどね。いや、動画と画像、あと僕、音楽、スノとか、その音楽生成ちょっとね、勉強したいなと思いましたね。安名さんの曲、今回、明日配信のラジオに安名さんの曲使わせてもらったんですけど、かっこいいんすよね。こんな曲作れるようになりてえって思いましたもん。マジで。クロードはデフォルトでウェブ検索できるようになってますね。なってます、なってます。デフォルトでできて、結構ね、精度いいんすよ。個人的には、チャット GPT よりも割と普通に使ってますね。ブレイブサーチとの違いがわからない。MCP 経由かどうかっていうところぐらいですかね。ちゃんとドメイン指定もできるんで、全然なんか気軽に使える感じですけど。そうですね、ブレイブサーチの MCP が不要になった。いや、僕も使わなくなっちゃいましたね、正直。はい。だから今まで僕、ブレイブサーチの MCP とのその連携で、あとはそのプロンプトを駆使してディープリサーチみたいな感じでやってましたけど、疑似ディープリサーチ。でももうディープリサーチ、ジェミニでいいっすからね。チャット GPT はディープリサーチを O3 画像生成会話メモリ機能と盛りだくさんなので外せないです。特に O3 の推論力には感動します。いや、そうなんですよ。ちょっと O3 はマジで使い始めたら、マジで手放せないんですよね。で、今、GPT4.5 の出力がめっちゃ速くなったんですよ。で、すごい、使い心地が良くなったんで、O3 でわーっと会話した後に、4.5 で出力、その会話のまとめみたいなのを書かせたりするんですよ。で、ちょっとエモい感じにしてとかっていうと、めっちゃいい文章を出してくれるんですよ。もうこのコンボがちょっと手放せなくなってますね、僕は。やばいっすよ。バイさん、そうですね。このライブ配信に参加されているだけでも AI に興味がある人が集まっているので、普通の人とは違いますよね。エンジニアの人とか多そうです。いや、めっちゃ多いと思いますよ。っていうか、僕のチャンネルで満足できますかって、本当に疑問に思うようなレベルの高い方が結構いらっしゃるんですよ。なんか本当に嬉しいんですけど、僕の僕のチャンネルで大丈夫ですかって思っちゃうんですよね。毎度思ってます。SS さん、分かりにくい文章なのに回答ありがとうございます。参考です。よかったっすか？ああいう感じで、その章立ての話とかで大丈夫ですか？また、聞いていただければ、僕で答えれるものだったら、全然答えさせていただきます。KM さん、クロードのウェブ検索いいですよね。はいはい。回答が丁寧な文章で読みやすいです。そうなんですよ。で、結構、検索の精度も高いと思うんですよね。メガテック四天王。アップルはメガテックの中でもさ、ちょっと今、アップルは厳しい気がしますよね。AI 競争っていう意味ではちょっと、そうですね。一歩遅れてる感じがしますよね。制限緩いのはチャット GPT ですね。プロですが、制限ほぼないです。いや、プロ言ってるっていうのは相当レベル高いっすよ。安野さん。曲の作り方教えてくれるんですか？マジっすか？じゃあちょっとそれディスコードのボイチャをつないでぜひレクチャーいただければ。
素の課金しちゃう形になっちゃうな、それ。やべえな。推論力は O3 に軍配が上がるんですかね。推論力は、もう正直僕は O3 がトップだと思いますね。ジェミニ2.5プロでもいいよっていう人も結構見かけるんですけど、いや、O3 の方がいいような気がするんですよね。僕、まあ、好みだと思います。もうこのレベルで競ってるんで、みやびさん、こちらのチャンネルでいろんな AI 知れていろいろ手出し始めちゃいました。沼へようこそですね。はい。ありがとうございます。情報キャッチアップは人それぞれ偏りがあるから発信してくれると助かります。まあ、完全に僕の趣味と偏見ですけどね、僕の偏りがあっての発信になってるんですけど、参考にしてもらえると。オープン AI とジェミには尖った回答をしてくれますよね。自分では気がつかない視点を提供してくれる。僕が課金する価値を感じる点です。いや、そこっすね。いや、本当に、そういう発想あったかはマジで出てくるんですよね。で、その感覚が僕は O3 の方が強くって好きなんですよね。O3 はハルシネーションが本当に高い。これだけなんとか言われたい。専門的な内容だと勝手に架空の引用元を作成して適当なことを言ってくるとかあるので、だいぶ使いにくい。それは多分あるっすね。それは多分あるっす。なんで僕はなんていうんですかね、専門的なリサーチとか、分析っていうよりも、本当になんか壁打ちをしてるんですよ。なので、ある意味ハルシネーションが自分の発想の外側の意見として出てくるんで、なんかそこが面白い感じですかね。だから絶対にこの中の情報で何とかしなきゃっていう時はクロードです。安田さんぜひやりましょう、マジで。明日のラジオ楽しみにしててください。で、あんまりハードル上げちゃうと僕が辛いんだよな。心臓さんゲストありですよ。ラジオ。全然やりたいです。ただ明日はゲストじゃなくてっていう新しい企画です。O3 は検索してから文章を作るので嘘をつくことは少ないけど文章は読みにくいことがあるので 4.5 に要約させるってなるほどで参考にさせていただきます。ありがとうございます。最後のまとめは僕は GPT4.5 っすかね。はい。ライジンマルさん、O3 そうなんです。専門的な内容を扱う際は何になりますか？だから僕はクロードか、もう今はノートブック LM っすかね。今んとこもう絶対にこの情報からだけってなると、そうなんですけど、ちょっと外れた発想を欲しいなとか、もうなんか割とバーンって広げちゃっていいなっていうテーマの時は O3 ですかね。てか、ライブ1時間経ったのにティア表進んでないのやばいっすね。安名さんの言う通りだ。25時コース。いや、今日は23時に終了しますよ。僕ちゃんとチャットに固定してますからね。明日僕子供会のイベントがあるんですよ。はい。準備で朝から行かなきゃいけないんで。BBB さんでいいですかこれ。ありがとうございます。AI 貧乏です。いや、間違いないです。多分、このチャンネル、みんな AI 貧乏じゃないですかね。いやいや、バイさん、オールはダメですよ。もう、おじさんなんで、オールしちゃうと、もう次の日、本当に動けないんですよ。やっぱり3年後はジェミニが無双してる気がする。いやー、もう Google ワークスペースの、その機能、ジェミニとの連携が強くなったら、多分圧倒的だと思いますよ。圧倒的だと思う。僕も。クロードマックス、チャット GPT プロ、どちらがいいですか？両方ですと金銭的に厳しいです。
クロードマックスとチャット GPT プロプランですよね。いや、これはもう本当なんか永遠のテーマだと思うんですけど、今、今現時点で、今現時点で、で、なおかつ僕、クロードマックス契約してないんで何とも言えないんですけど、今だったらチャット GPT プロだと思います。今だったら。明日には変わってるかもしれない。でも、3.5、じゃあごめんなさい。O3 を無制限で使えるメリットはバカでかいっすよ。クロード保留でいきますか。いやー、そうっすね。ちょっと待ってくださいね。皆さん、一回、アンケートを取りましょう。アンケート。アンケート。アンケート何にします？今課金してるもの？今、今一番使ってる生成 AI。今一番使ってるっすね。一番使ってる、生成 AI は、で、選択肢。これ、はい、いいえってなんだ？チャット GPT、ジェミニ、クロード、これ、また選択肢選ぶのむずっ。グロックとか入れる？その他。その他。むずっ。いや、あえてこの3つ。いや、今一番使ってるものです。使ってるもの。使ってるものです。そうなんですよ。ティア表いるんすよ。ティア表いるんすけど。おー。これ面白いな。このアンケートめっちゃ面白いわ。アキさん、学術論文の情報するときは、これは何ですか？エリクトスペースなど、それ向けのとかっても、専門的なやつですか。何をしたいかによるけど、金銭的に迷ってエンジニアではないなら、それならパープレキシティでいろいろ試すと、そうっすね。パープレキシティとか、フェローとかってやっぱ選択肢としては結構いいんすよね。このチャンネルだとクロードは S な気がします。ビバ MCP。いや、多分僕のチャンネル見てくださってる方はクロード派多いと思うんすよね。うん、今、心臓さん今そうですね。クロードマックスとチャット GPT プロなら、今だったら、今この瞬間だったらチャット GPT っすね。うん。今現時点ではチャット GPT ですね。トップガンさんも。そう、クロード4来たらわかんないっす。いや、マジでわかんない。ミヨンさん、いいな。今絶対に課金しておいた方がいい生成 AI にするんだったらクロード。確かにな。いやそのアンケートの枠がちっちゃすぎて厳しいわ。いや、BBB さん、AI エージェントも入れたら収集がつかないですよ。だって今もう、今現時点で収集ついてなくて、ティア表が進んでないっていう、この現状。まあ、だからこそ面白いんですけど。
SS さんそうっすよね。チャット GPT とクロード同時使用してるから難しいっすよね。いや、これ僕も難しいっすもん。マジで。ジェンスパーク。そうっすね。ジェンスパークとマヌスも。そうっすね。じゃあ後であれやります。ジェンスパークとマヌスどっち選ぶみたいな。そうなんですよね。みやびさん、そうなんですよ。用途分けてるんですよ。そうなんですよ。まさにその通り。もうそれが正解っすよ。用途分けてるんですよ。こいつにはこれっていうのを任せちゃってるから手放せないんですよね。回数で言えばチャット GPT だけど高度なタスク要求はクロード。いやーそうっすね。間違いない。いや俊介さん意外な結果が結構来てますね。これはちょっと面白いっすよ。BB さん全部課金してるんですね。いや僕も全部課金してますけど、ゆゆさんの使い方またちょっとあれだもんな。使ってるイコールトークン数な。トークン数で言ったらもうね、ちょっと計算が変わってきますよね。ちなみにゆゆさんのそのトークン数ナンバーワンは誰ですか？めっちゃ気になる。SS さん、チャット GPT に出させた結果をクロードに精査したり、その逆もあるから、そうなんですよね。いや、そうなんですよ。それこそジェミニのディープリサーチの後に、クロードでとかって全然やるんで、心臓さんは野球中継のお供にパワープレイあると楽しいぞ。スポーツのリアルタイムのやつですね。はいはいはい。これは POI さんでいいんすかね。とりあえず P さんってお呼びしますね。ありがとうございます。なんだかんだパワープレは手放せない。いやー、そうなんすよね。使ってみると結構いいんすよね。そうなんすよ。マークスさん、パワープレソフトバンク系だと無料で使えるの便利なんです。間違いないです。で、僕も今パワープレそのソフトバンクユーザーの1年無料枠で使ってるんですけど、6月でそれが切れるんですよ、僕。で、その後に継続課金するかどうかをめっちゃ迷ってる。めっちゃ迷ってます。正直。パワープレは深掘りしたい時に最適です。一人のみで2時間や。パワープレをお供に。それなかなかだな。GPT 系に検索機能がついた今、パワープレ基地使わなくてもよくないですか？出力の速さとかがやっぱりパワープレはいいんですよね。チャット GPT の検索も早いですけど、僕、今パワープレ結構ね、出番は減ってるんで、難しいとこなんですよね。携帯で使ってる人たちはパワープレキシティいいって言ってるんですよね。その辺の話はね、たまに聞くんですよね。今回だけでティア表を完成させる必要もないですね。いや、だから完成する気がしない。全然ティア表が進まない。アンケートが今、アンケート出して今6分経ったんで、あと4分、あと4分でアンケート締め切ります。用途別ティア表っすね。確かに。今絶対課金したい生成 AI ってなると枠広いっすもんね。P さんは用途別に全部 S で。いや、これは本当にね、難しいし、みんな気になってるところっすよね。パワープレは検索系で早いし、常用するのは一番ですよ。個人的意見ですが。やっぱ早いんですよね。本当検索スピード早いんで、そこは確かになって思いますね。スマホで使ってるといいなってやっぱ思いますもん。でもクロードがここまで前線してるのはきっとここだけでしょう。そうっすかね。やっぱ僕がクロード推しだから、ちょっとそういう感じっすかね。
ああ、やっぱゆうゆうさんクロードっすか。レベチ。まあ、API 使っててのトークンってなったらもうそういうことっすよね。開発はもうやっぱみんなクロードだもんな。プログラミングするからコーディングの性能はすごく重視しちゃいますよね。やっぱそうっすよね。やっぱクロードの、まあ僕プログラミングやらないんですけど、図解をさせるとか、まあちょっとなんか遊びでゲーム作るとかもうデザインのその良さはクロード圧倒的っすもんね。まあもちろん好みもよるし、そのプロンプトの入れ方にもよるんでしょうけど、うん。アンケートあと2分です。アンケートあと2分で締めます。今48票入ってますよ。あれ止まった？今動いてます画面。今画面動いてます？大丈夫ですか？なんか今ちょっと僕の画面止まってるんですけど、大丈夫です？大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。こっちも動き始めました。大丈夫です？声も聞こえてますか？大丈夫ですかね？動いてます。動いてます。ありがとうございます。あ、声も聞こえてるんですね。じゃあ僕だけか、画面が止まったの。すいません。ありがとうございます。失礼しました。今どこまで行ったんだっけな。ゆゆさんとみやびさんのコメントまでかな。心臓さんはパワープレイ年間料金もあるから課金いや今ね、本当にちょっとね、迷ってんすよね。で、パワープレ課金しない代わりにカーソル使ってみたいなっていう気持ちも出てきてます。正直。ライジンマルさん、パワープレの一人乗りはどんな感じか気になります。確かに。いや、でも僕も結構飲みながら、AI 触ったりしてますからね。それこそジェンスパークのエージェントが動いてるのを眺めてたりしてますからね。仕事の会議にパワープレイいると盛り、へえ、そうなんだ。仕事の会議中にパワープレイいると盛り上がるんだ。昨年末にパワープレからフェローに課金先を変えました。おー。いや、そうですね。僕もフェロー年間契約してるんで、まあ正直どっちかでいいかなっていうのはある。キャンバスさんこんばんは。ありがとうございます。クローズだとリサーチ結果を図解にしてくれるから視覚的に見やすい。そうなんですよね。そこの、やっぱり、あの、一気通貫でいろいろできるのがめっちゃいいっすよね。あ、マークスさんは使ってる意味がトークン数ならジェミニが圧倒的。へえ、おもろい。おもろい。田中太郎さん、こんばんは。H 枠ならグロック一強になります。そう。今、グロックのファクトチェックとかめっちゃ流行ってますもんね。その、ポストに対しての。普段使いはチャット GPT に軍配が上がる気がします。見やすさと口調のせいか長時間使ってて疲れない。またやっぱアドバンスボイスモードは相当いいっすよね。あれはちょっとやっぱ唯一無二。賢者なので英知なのは興味がありますね。やばい、今日のコメント欄超面白いんだけど。AI 検索機能もありますが、どうしても Google 検索してしまいます。AI 検索の便利な使い方を教えてください。僕もでもね、Google 検索は使いますよ。さっきの、このアイコンを探すときとかもそうなんですけど、なんか、もう直接このサイトに行くっていうのだったら Google 検索を使うんですけど、ちょっとこう、広く情報を取りたいとか、こう、意味合いも含めて調べようって思うと、もう、あれですね、普通にチャット GPT とかクロードの検索使いますね。パワープレギシティは出力形式に慣れすぎたから離れられない。そっか。その出力形式も確かにあるな。差が出るもんな。
ここまで、ここに来て、あれですね。動いてます。聞こえてますが来て。あ、お稲荷さん、こんばんは。ありがとうございます。カーソルはジェミニの無料枠でまず遊んでみるのがいいかと。カーソルも一応、入れてるんで、そう、あとまあ、単純にカーソルの使い方がまだよく分かってないって感じですね。BB さん、自分のマブダチはチャット GP です。もうアドバンスボイスモードはマジで、もうほんと友達ですもんね。お風呂の中とかずっと喋ってますよ、僕。予算別おすすめ AI の表とかもあると面白い。予算別か。なるほど。月5000円とか月5000円はちょっとあれか。月1万円だったらどの組み合わせ課金するとか。面白そう。そういえばカーソルの学生無料プロジェクト、無断でキャンセルされました。多分想像以上に応募する人が多すぎたと思います。そんなことあるんですか？キャンバスさんは学生さんってことですか？で、それ申請したらダメだったってこと？そんなことある？そんなことあるんすか？普通に慰め力はチャット GPT かも。とりあえず共感してくれます。いや、チャット GPT の共感力マジ高いっすよね。最近は釣りに行くときに O3 のアドバイスが手放せません。ほーん。下手の横好きであまり知識がないので。釣りに行くときに。僕もアドバンスボイスモードのカメラモードをオンにして、なんか花の名前とか子供たちと一緒に遊んだりしますけどね。そうなんですよ。TI 表が全然進まないんですよ。あ、ゆゆさんもカーソルの学生のやつですよね。自分も応募したが、うんともすんとも言ってくれない。マジか。そんなことあるんだ。学生か。自分が学生の時に先生あったら受験勉強しまくっていただろうな。本当っすか心臓さん。AI あっても、僕は多分あんまり勉強してないと思うな。クロードはこのくらいの使用者がいるならとりあえず S で良さそうですね。あ、ちょっとアンケート終了しますね。いや、クロード結構高いっすね。どうすかこの結果。まあ、チャット GPT が一番高いのは、まあ、予想通りだったんですけど、今一番使ってる生成 AI ですからね。だからクロード結構前線してますよね。うん。いや、正直、今このランキングは単純な知名度だと思うんですよ。単純な知名度だと思います。知名度が高い順番にみんなやっぱり触っていくじゃないですか。情報もたくさん出てるし。いや、クロードすごい前線してる気がするんですけど。クロードはエンジニア率と相関ありそう。そうっすよね。僕のチャンネル本当にエンジニアの方が結構多いんで、プログラミングやってますって方が。ゆゆさん的には妥当なんですね。いや、僕もなんか結構納得のいく結果だなと思うんですけど、うちの顧客もクロードのいいよって言ってもチャット GPT でって言われる。ああ、そうなんだ。へえ。心臓さんは何屋さんなんですか？エンジニアさんなんですか？お稲荷さん、そうですね。エンジニアは MCP でやられたから。MCP はマジで面白いですもんね。僕エンジニアじゃなくてもおもろってのありましたもん。安田さんも妥当ですね。難易度順か。まあ、扱いやすさも確かにそうだな。リラス君さんはクロードです。小売りのサラリーマン。そうなんすね。もうそれでガンガン AI 使ってるんだ。これはサラーって読むんですか？
コンサルのような感じ。ああ、なるほど。で、クライアントさんのと AI の話してもみんなやっぱチャット GPT なんですね。なるほどな。いや、これティア表どうします？ティア表が全然、だ今の絶対に課金したい AI、あ、SIR、すいません。すいません。英語も読めないし、SIR の意味も分かってないっす。いや、ティア表が全然進まない。もう1時間半経ってるんですよ。今日のライブ配信の半分過ぎてますけど、ティア表が全然進んでない。SIR 企業に事業支援する IT システム導入のような職業。おー、すげえ。なるほど。もうガチっすね。ガチの人ですね。正直全部課金したい。いや、間違いないっす。そうっすね。全部課金したい。本当にそうっす。下から埋めた方が早いまである。いや、そうですね。下から埋めましょうか。これ、独断と偏見で僕がとりあえず下入れていっていいですか？どうしようかな。でも、とりあえず、僕、いるしるは課金しないんですよ。なんかもうこの辺みんなとりあえず、今んとこ、ウィンドサーフ。ちょっと待ってですね。カーソルちょっと一旦ここに置かしてください。わかった。じゃあ僕が一旦独断と偏見でブワーッと並べるんで、それに対して皆さんで文句言ってください。僕が今から独断と偏見で入れます。なんか責任重大なんだけど。なんか怖いんだけど。いいのかな？すごい怖いんだけど。素の入れたいな。素の入れたいな。あの、あれですよ。お前そうじゃねえだろうっていう時は優しく言ってくださいね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。これでいいか？これでいいかな？うーん。パープレもうちょっと上かな？いやー、パワープレも一個上かな。いや、正直ガンマもちょっと僕気になってんすよね。もう課金できるならしたいなって思っちゃうんすよね。ガンマアップデートしたじゃないですか。だいぶ良くなってんすよね。いろんな方のそのレビュー見ると。ちょっとコメント、わかりました。じゃあ、一旦これにします。一旦これにするんで、皆さんで、優しく言ってください。心臓さん、とりあえず適当に埋めてもらって叩き台を作って、で、これで、私は非エンジニア視点で今回は考えます。非エンジニア視点なんですね。トップガンさん、ぜひ、突っ込んでいただいて、優しく。P さん、用途が難しすぎるの、違いすぎるのは難しい。そうなんですよね。用途が違うからですね。もう下の方とか結構乱雑に入れてるんで。ゆうさん、ノーション AI は MCP によって課金する。なるほどね。
確かに MCP 使ったらいけますもんね。それこそクロードマックスとかもつなげれちゃいますもんね。パワープレは一般人でも有用だからもっと高くてもいいんじゃないかな。フェローより個人的にはいいと思ってるし。いや、そこが難しい。マジでそこが難しい。安田さん、デビンは B。個人的には。なるほど。デビン B は結構、あれですね。エンジニア寄りのやつですね。ラインジンマルさんもデビン上げてほしい。なるほど。ディープウィキにお世話になっているバイアス。ゆゆさんもデビン B か。やっぱガチ勢はデビン上なんだな。ここ。はい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 。クロードでできることは全部カーソルでできるので、カーソルを S かなと。そうだな。まあカーソルが B はないか。カーソルが B はないか。うん。そうだな。あとはX めちゃくちゃやってる人、X でつぶやいたりとかやってる人はグロック上だろうっていう人はいますよね。前提条件作りませんか？エンジニア視点と非エンジニア視点が混在すると混乱しないか。そうですね。どうしますこの辺は。そのエンジニアさんの視点もね、ちょっとね、やっぱ面白いは面白いんですよね。まあこのティア表を作るには適してないかもしれないですけど、この混ぜちゃうのは。エンジニア視点は面白いなと思うんですよね。その僕の視点だけだと日本語のテキスト生成だけにちょっと寄っちゃうので、そのコーディングとかっていうもう一個の側面の AI の良さとかもでも混ぜちゃうと混ぜるな危険かな。どうすかね。ジェーンスパークはすごいと思うけどハルシネーションのまま資料作られるのがね、確かにチャット GPT とジェミニもかすりもしないコパイロットくん。いや、コパイロットはまだちょっと厳しいよな。そう、ジェンスパークのリサーチは、まだちょっとやっぱ甘い気がするんですよね。特にAI スライドをさせる時のリサーチはなんか甘い気がするんですよね。ゆうゆさんはグロックは無料枠で完結しちゃってる。いや、僕もそうなんですよね。グロックは今んとこなんか課金をするっていう感じじゃないんですよね。無料枠でも結構使えちゃうんで、カーソルは実は非エンジニアでもビジネス用途でも全然有用だけどね。いや、そうなんですよね。最近本当にカーソル使って執筆しますっていうのがめっちゃ流行ってるんで、個人的にはその使い方もやってみたいなと思ってんですよ。エンジニアと一般で分けないとそうなりますよね。じゃあ、今回はですね、今回は非エンジニアにしましょう。非エンジニア視点で。今回は非エンジニア視点でいきましょう。どの視点かによりますね。一般からするとカーソルは絶対ない。いや、そうですね。そう。なんで、一旦今回は。で、また次回、今度はエンジニア視点でやりましょう。その時僕何も口出せなくなっちゃうけど。それこそデザイナーなら Adobe は S になっちゃう。そうですね。確かに。非エンジニア視点ならカーソルよりもウィンドサーフ。そうなんだ。へえ。マジっすか。このままワイワイやってても楽しい。僕はとりあえず楽しいっすよ。僕はとりあえずめっちゃ楽しいです。皆さんも同じように楽しんでもらえてたら嬉しいんですけど、僕はとりあえず楽しいです。
AI からプログラミングに興味を持つ人もいるかもしれないので、エンジニアさんの視点もあると面白いかも。そうなんですよね。僕自身がちょっとプログラミングに興味を持っちゃったんで、 AI 使い始めて、なのでエンジニアさん視点もって思ったんですけど、一旦今回は非エンジニア視点にしましょう。で、次回エンジニア視点でいきましょう。もうガチでプログラミングやるんだったらこれとか、あとはエンジニアさんが僕みたいな非エンジニアにおすすめするんだったらどれとか。これちょっと面白くないですか？エンジニアさんが、非エンジニアのこれから AI 使ってプログラミングやりたいですっていう人に何おすすめするか。これちょっと聞きたいな。コパイロットは無料枠での制限がゆるゆるなので結構使いますよ。あ、そうなんすか？へえ、マジっすか？制限ゆるいんだ。あ、そうそうそう、お稲荷さん、そうなんですよ。オブジリアンプラスカーソルめっちゃ流行ってるっす、今。もう X そればっかり流れますもん。東さんいいっすね。誰かに相談された時に押す、課金したい。それいいな。あなたがまず進める AI みたいな。非エンジニア視点だったらデビンはさよならっすか。今回はちょっと非エンジニア視点なんで、デビンは D ですね。はい。デビン何それ。美味しいのみたいな感じになっちゃうんですよね。一般の人だとね。少し前になっちゃいますが、カーソルとウィンドサーフを比べて迷うなくウィンドサーフを選んで開発業務します。へえ、マジっすか。あ、そうなんだ。ほー。ウィンドサーフなんだ。僕もウィンドサーフはね、インストールしたんですけど、触ってないんですよね。ノーション B。そっか。非エンジニア視点ですもんね。めっちゃバイク走る。安野さん楽しんでくれてますか？ありがとうございます。とりあえず僕はめっちゃ楽しいんですけど、もう喉が渇きそうなぐらい。ノーションはそうっすね。需要ありますよね。ノーション AI またなんかバージョンアップしたらしいですもんね。ミオンさんも楽しんでくれてますか？ありがとうございます。嬉しいです。P さん、AI 使うとプログラミングにも動画編集にも目覚めちゃって大変。いや、わかりますよ。っていうか僕、AI 使い始めて、YouTube 配信してますからね。おかしな話じゃないですか。お前何やってんだっていう。エンジニアの回めっちゃ面白そうです。いや、これやりたくないですか？本当に。あの、本当に今プログラミングとかエンジニアされてる方が、例えばですけど、僕におすすめするなら何かみたいな。で、僕におすすめするってことは、エンジニアじゃない人たち全員に多分共通するんで、これがいいよっていう。お前の英語も読めないし、プログラミングも全然分かってないお前に使わせるんだったらこれだなみたいな。これめっちゃ気になるわ。プログラマーはプラグイン含めると巻きプラグインまで入れちゃいますか？ちょっと一旦じゃあそれはまたあれじゃないですか。入れた方が開発とか使いやすいってなる可能性もあるのか。エンジニアは宗教組みやすいから面白そう。そんなのあるんすか？そんなのあんの？最近大塚亜美さんの100日チャレンジ、毎日連続100本アプリを作ったら人生変わったを読んで AI 使ったプログラムをやってみるの。へえ、そんな100日チャレンジやってる人いるんですか？すげえな。私の周りの会社ではパープルキシティをとりあえず使っとけって風潮がありますから、非エンジニアなら A 以上でもいい。パープレそうなんだ。
はい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 。一旦ディファイ下げましょうかね。ディファイとスノワ。で、ウィンドサーフもちょっと一旦下げますね。今回は非エンジニアなんで。エンジニアさんが勧めるプログラミング初心者に勧める AI 聞きたい。いや、僕マジでおすすめされたい。あ、心臓さん、クロード C。そっか、やっぱ、一般用途だったら一個下か、クロード。ゆゆさんもそんな感じか。そうか。ジェミニというより、ジェミニアドバンスド、そうですね。が一般向けだから、A か S でいい。はい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 。そうですね。ここで言うエンジニアはソフトウェアエンジニア。ごめんなさい、僕もうそこのくくりから分かんない。なんかもうプログラミングが分かってるイコールエンジニアさんぐらいな認識です。絶対違うと思いますよ。絶対違うと思いますよ。それこそ、整体師と柔道整復師と鍼灸師と理学療法士が全部違うように、エンジニアさんの中にもそれぞれの違いがあるのは重々承知してます。でも、素人なんで、その区分けが分からないっていうのだけお伝えさせてください。誰かに勧めるならジェンスパークは S かも。ジェンスパークはスライドを作るかどうかかな。スライドをしょっちゅう作りますとかだったらジェンスパークは結構上に来るんだよな。ってなったらイルシルとかもちょっと上がってくるんですよ。ガンマとかも。なんならマッピファイは C じゃねえかなっていう。マヌスはちょっと一回下に下ろそうかな。非エンジニアというより一般人。まあ一般人ですね。一般人です。情報の多さで言えばチャット GPT 一択になりそう。で、ジェミニはノートブック LM でだいぶ伸びた。そうですね。間違いないです。チャット GPT はもうとりあえず探しは出てきますもんね、情報が。キャンバ微妙。そうか、キャンバ。キャンバちょっと僕いい感じに B ぐらいかなと思ってんすけど。チャット GPT で100日連続アプリを作った非エンジニアの女性のエッセイみたいな。ほう。そんなのあるんだ。面白そう。ちょっと読んでみようかな。大塚明さんでしたっけ。確かにエンジニアは広いよね。高電圧エンジニアとかもいるし。そうなんだ。そんな方もいるんだ。ソフトウェアエンジニアですね。ハードウェアも含めてもそんなに変わらないと思います。そうなんですね。でもやっぱり微妙に得意分野が変わったりはするんでしょうね。非ソフト系のエンジニアはソフトウェアエンジニアをエンジニアと認めない方も多いので、私はエンジニアと自称しません。へえ、なんかそういうのあるんだ。そういうのあるんすか。あははは、なるほどな。まあなんかやっぱり業界のやつありますよね。僕らの業界でもありますもん。うん、そういうの。非エンジニア部門でも D のコパイロットB さんは結構コパイロットを拾ってくれますよね。マッピファイは顧客が使っていて自慢してきた。もう今マッピファイを自慢してももう響かないっすよね。一般人でもデフォルトで入っているコパイロット君はそれでもいいです。そうっすよね。企業だったらオフィス使ってたら絶対いますもんね。BBB さんフロントエンジニア。そういう名称もあるのか。仕事ではクロードだけど個人ではジェミニが多いかな。なるほど。はい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 。クロードはやっぱり一
般向けではないよな。100日チャレンジ毎日連続100本アプリを作ったら人生変わった。これを、あ、間違えた。そんな人いいんだ。ああ、ちょっと後で読んでみよう。ちょっと今もう、こっちが大事。こっちが大事。一般と考えたらクロードは A かもですね。普段調べ物するときはチャット GPT で行います。ある領域の論理的思考を高めたいときにはジェミニでディープリサーチしたものやその他の情報を統合してノートブック LM でまとめて音声して知見を広げます。やっぱりチャット GPT、ジェミニが大衆向けだと思います。まあやっぱここは揺るがないか。S はもうここで確定ですかね。チャット GPT とジェミニで。だからまあぶっちゃけチャット GPT は SS なんですよね。SS、S にジェミニ、A にクロードみたいな感じっすよね。一般向けだともうカーソルはちょっと落ちちゃうよな。ジェミニは Google ワークスペースじゃないと再学習されるので注意ですよ。プランの方ですよね。確かに確かに。大きく分けますと、フロントエンジニア、バックエンドエンジニア、フルスタックエンジニア。へえ。それで大きく分けるとなんだ。はあ、はあ、はあ、はあ。チャット GPT は歴史的に一番偉いので S で OK。整体師さん、柔道整復師さん、理学療法士さん、鍼灸師の違いの例えば分かりやすかったです。ありがとうございます。もうこの人たち全員違うんで、やることもやれることも全部違うんで、そうなんですよね。だからやっぱエンジニアさんの中にもやっぱそういう得意分野があるとは思いますけどね。ここどうしようかな。パジェンスパーク、ジェンスパーク B じゃないですか。ジェンスパーク B じゃないですか。どう思います？一般の方ですよ。一般の方。一般の方にジェンスパーク進めるかな。進めるっていうか、課金するかな。ジェンスパークちょっとお高いんですよ。確か。ちょっとお高いんですよ。月25ドルなんですよ。ってなると、チャット GPT とかは月20ドルじゃないですか。この5ドルを、なんか、高くないって言いそうじゃないですか。ちょっと言いそうじゃないですか。スノは C ランクぐらいであってほしい。スノ、ここに入れますか？一応、ティア表的には、一番左、一番左が、高いです。順位が高い。なんで、あの、今この序列だと、チャット GPT が1位で、ジェミニが2位で、クロードが3位みたいな序列です。左に寄れば寄るほど、レベルが高くなるんで、この並び替えもやりますよ。まあ違いを意識するようなエンジニアの未来ですけどね。辛口。ジェーンスパークはオーバースペックすぎるかな。いや、これ一般の人にはちょっと、そうなんですよね。多分使いこなせないし、混乱する気がするんだよな。
そう、ジェンスパーク、そう、クレジット制で、月額も若干高いんで、進めにくいし、一般の人も手出さないんじゃないかな。そうっすよね。高いんで気軽さに欠ける印象ありますよね。ディープリサーチならチャット GPT 一択。ジェミニはあと一歩な感じです。BBB さんそうなんですね。個人的には僕ジェミニ派なんですけどね。まあ、みやびさんもちょっとジェーンスパークはちょっと、あれですよね。一般向けではないですよね、まだ。あれリラ君さん、ジェーンスパークの1万クレジットプレゼント、まだ来ない。あ、そうなんだ。あれって配布期間って決まってましたっけ？あれどうだったんだろう。あ、だいぶ納得感出てきた。だいぶちょっと見えてきましたがね。もうすぐ2時間経ちますけど、なんかまだ3分の1ぐらいしか完成してない気がするんだけど。スノは遊び心枠。これ、どうなんすかね。スノとか、なんかアドビとかって、意外と課金してる人いるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、なんかもう、この辺知らないけど、この辺は知ってるみたいな、偏ってんのかな、それ。クリエイターだけかな。一般なら遊び用途もありかなと思いまして。いや、まあ僕の周りが、なんだろうな、個人事業主の人とかが多いから余計かもしれないですけど、アドビ課金してる人いるんすよね、割と。特殊なのかな。マヌス君価格が安ければおすすめできるんですけどね。いや、そうなんですよね。正直マヌスがジェンスパークとなんか同じぐらいのクレジットの感覚値だったら課金してるもんな。そう。マヌスのエージェントやっぱレベル高いなって改めて思いますけどね。画像系は一般だと C あってもいい気がするけど、一般人レベルだと S でできちゃうからね。うーん。意外となんか画像を作って遊んでる人多い気がするんだけどな。そんなことないのかな。ノーションは AI としてはあまり進めないかも。データの再利用難しいから AI 自体には厳しいって記事が最近出たし。ノーションをどれだけ使ってるかっていうのと、なんか、ノーションが好きな人がノーション AI 課金してる感じっすよね。うん。なんかちょっとクロードに似てる立ち位置な気がするんですよね。ノーションは。ノーションが好きだからっていう感覚。僕は。ディープシークはダメですよ。一般の方に勧めないし、僕が今何にも課金してなくて、じゃあどれ課金するって言われた時に、ディープシークはさすがに入ってこないです。ダメ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 。ダメですよ。結局ジェンスパ君は自前の LL もないし、どれだけ優れたエージェントを提供できるかなんだけど、価格リストもないし、こだわりすぎている。まあ、なんかエリックさんのこれを作りたいがすごい出てますよね。それはそれ尖ってて面白いんですけどね。僕は結構好きなんですけど、僕ジェンスパークが出始めた頃から使ってて、こいつ結構いいなって思ってる推し AI の一つなんですけど、確かにチャット GPT で画像を作れるし、空で動画も生成できるから、一般人に画像生成と動画生成はおすすめしにくいか。まあ、作れちゃいますもんね。うん、まあ、ちょっとクリエイター枠ではあるけど、でも C ぐらいにいていいんじゃないですかね。C ぐらいにいていいような気がするけどな。まあ一般人ではフェローとパワープレの違いは意識しないレベルだと思う。間違いない。間違いないです。何がどう違うのって感じですよね。あ、えっ、と、
ORK さん、こんばんは。ありがとうございます。ジェンスパークはサクッとお手軽に資料を作るという点では、AI すごいって感動を引き出しやすいかと思います。そうなんですよね。なんか、見せて、おーっていう感じは確かに強いですね。あとフェローのリサーチしてからそのままパワポを作るっていう、あれも見せると、すげーってなるんで、まあ、一発目のインパクトは、なんか、最初のつかみとしてはいいっすよね。僕、セミナーでよくやりますね。AI の凄さを知ってもらうには、やっぱり AI エージェント系を進めるのがいいのですかね。なんだろうな。僕の個人的な感覚ですけど、AI を進めるんだったらチャット GPT とかジェミニとかの方がいいなと思ってて、何かセミナーで AI すごいでしょってこう最初につかみとして使うんだったらエージェントかなって感じですね。パンと見せるときに、ほら AI ってすごくないみたいな。でもこのつかみをするかしないかで、その後のセミナーのなんかね、温度感とか盛り上がり結構変わるんですよ。それで儲かりますとか、そんなお話ではないのですけど、為替や株式のテクニカル分析、皆さんグラフでやるでしょう。普段、昔僕はエンジニアの人から Python 使えば能率悪いけど時系列でテクニカル分析できるよって言われたのですが、今 AI 使ってそれができるようになりました。教えてくれたのは AI ですよ。まあ分析とかそうっすね。そっち系やるんだったらまあ確かに、まあ、その辺はやっぱりジェミンとかも強いですもんね。チャット GP とかも。まあ、AI エージェントを欲しがる人ってなるとちょっとやっぱ上級者っすよね。ジェンスパークのお店への電話はパフォーマンスとして AI の凄さは伝わるのか。いや、そうっすよ。それこそジェンスパークのスーパーエージェントとか、まあ、AI スライドでスライドを作らせるのもそうだし、パープレキシティのパープレじゃなかったフェローのスライド生成でも驚いてくれるし、チャット GPT のアドバンスボイスモードで会話をして、じゃあ今日セミナーをする僕の自己紹介をやってって言ってジピちゃんに僕の自己紹介をさせたりするんですよ、冒頭で。それでも結構驚いてくれるんでそんな感じっすよね。今は Python 使ってテクニカル分析したり、トレーディングビューでパインスプリクト記述するのも AI です。その意味では僕はクロードかな。もうラジオ大好きさんちょっとレベル高いもんな。ちょっとエンジニア寄りの視点ですね。一旦今回は非エンジニア視点でもう完全に一般人、自分も一般人っていう感覚で今選んでる感じですね。一般人におすすめだと一芸に秀でたタイプよりも何でもそつなくこなす優等生を勧めがちかも。いやー、そうなんすよね。そう。だからまあとりあえずチャット GPT でってやっぱなっちゃうのと、地味にフェローここじゃないっていう。多機能だし、どのモデルも使えるしみたいな。意外とここ。チャットハブチャットハブそういえばないじゃん。あっても B か C。チャットハブは一般の人だって絶対知らないでしょ。この間母親に教えて一番使ってるのはパープルだった。へえ。そうなんだ。マジっすか。僕、まあ、妻に AI 使わせてっていうか、まあいろいろやってますけど、結局チャット GPT しか使ってないんですよね。いや、ジェンスパークの電話は今どうなんでしょうね。今スマホアプリでできるようになってますもんね。今自動音声の電話は怪しい電話と受け取られて切られる。そうなんだ。まあまだ浸透はしないよな。チャット GPT の次に課金するのは
どれを選ぶの回答も出たようなもんですね。ジェミニーだったようです。まあ確かにそうか。そうだな。だあくまでも個人的な意見ですけど、もうチャット GPT を課金してるんだったら、ここは遊んでもいい気がするんですよ。遊んでもいいっていうか、手堅くいかなくてもっていう。ってなったら、クロードかカーソルでもいいんじゃないとかは、個人的には思っちゃいますけど、個人的ですけどね。もうクロード好きすぎてダメだな。バイアスがかかりまくってるな。S から B 全部課金するのとチャット GPT プロ版課金するのだったらどっちがいいんだろう。なるほど。難しいな。それめっちゃ難しいな。どっちがいいんだろう。それはそれで面白いな。どっちだろうな。パワープレはソフトバンクだと1年無料なんでしたっけ？そうです、そうです。で、まだ多分いけるんじゃないですかね。今年の6月でそのキャンペーンが終わるんすよ。で、その6月までに、ソフトバンクユーザーになって、それを始めたら、こっから1年なはずですよ。確か。まだいけるんじゃないかな。今からソフトバンクユーザーになれば間に合うんじゃないですかね。やっとライブ参加できました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ノーション大好きで個人課金から会社にも導入させましたが、ノーション AI は今課金やめる最有力候補。そうなんだ。でも会社にノーション導入させたのはめっちゃすごいっすけどね。それすごいな。自動音声使った詐欺電話とかが増えてるんです。そういうことの騙されちゃうんだ。ノーションは成長枠。使ってる人もかなり限られる。ノーションユーザー増えてきてるけど、まだ一般的ではないのか。なんかとりあえず S と A はもうこれで固まった感じがしません？一旦ここはもう動かさなくていいっすか？どうすか？僕としてはもうこれはもうここで動かさなくていいかなと思ってるんですけど。OK。チャット GPT プロは一般にはいらないかな。まあそうね。一般的にはそうなんすよね。多分持て余すがやばいと思う。S から B まで課金したら普通は使い切れないからチャット GPT プロに課金する。安田さんはそっち派か。まあもう徹底的に一本に絞るっていうのはもうマジでありっすけどね。僕だったらどっちだろうな。いろいろ使いたいんだよな。もうこれは性格かな。ぶっちゃけノーションは個人スキルによる活用のレベルの違いがありますね。まあノーションは結構やっぱ差が出ちゃうよな。あとそのノーションの作り込み具合からもう差が出るじゃないですか。作り込まれててなおかつノーション AI 使ったらみたいな話だから、なんだろうな。ノーション AI の手軽さは多分手軽さとしていいと思うんですけど、マジでノーション AI 使いこなすってなると、クロードクロードじゃなかった。オブジディアン×カーソルと同じぐらいの難易度だと思うんですよね。使い込むっていう風に考えたら。結構皆さん OK ですかね。じゃあこの S と A はもう動かさないです。こっからは B 以下の話をしましょう。B 以下の話。ここで何が入ってくるか。グロック入らなさそうなんだよな。今焦点はノーションか。ノーションかマピファイ。いやイルシル来るか。イルシル来そう。ノーション AI はめっちゃ初期の頃使ってたけど今は課金しないですね。いや僕もそんな感じっすね。
そうなんかいらないかな、なんか思ったよりできないんだ、これできないんだっていうのが結構あって、割と早い段階で課金やめちゃったんですよね。でもなんか面白いな。この S から A はもうなんかこれなんだ、これなんだな。面白いな。まだまだ動きが激しいから逆に一本には絞りたくないかも。それなんすよね。そうなんすよ。なんか僕が複数触ってるのもまあもちろんいろんなの触りたいなっていう好奇心もありますけど、次々に新機能出るじゃないですか。だから絞りにくいんすよね。マジで。しばらくこれ使わないのかなとか思ってたら、それこそクロード3.7ソネットが出た時みたいな話っすよ。なんか最近おとなしいなって思ってたら1年かけてドカンと来やがったみたいなのもあるし、 AI 系インフルエンサーの方は月10万くらい課金してるらしいですね。優先順位は予算も関係してるな。まあそうっすね。まああの方たちはお仕事ですもんね、あれが。まあだから必要経費は必要経費っすよね。X 住民たちを一般人と捉えるかどうか。あそこも一般人ならグロックは Wii でも。そうっすね。普段タイムラインで見てるような、この人たちは一般人じゃないもんな。お、N8N が上がってきてる。グロック。グロックどうしましょうか。ひとまず C か。ひとまず C だな。じゃあ B だな。ジェーンスパーク C じゃないですか。ジェーンスパーク C な気がするんですけど。C の一番左。でも H なのは新種賢者には需要あるよね。まあグロックのユーザー数めっちゃ多いっすもんね、実際には。もうちょっとこっちか。イルシルは企業向けだからちょっと限定的かな。ガンマ低そうだな。この並びどうすか、この並び。この並びどうすか？ B の。ノーション。こ効果って感じな気がする。今はまだノーション AI に軍配が上がると思いますが、 MCP で将来的に事足りそうな気がしています。いやまあもうそんな感じが出てきてますよね。確かに。ノーション AI だからできない、ノーション AI じゃないとできないことが出てこないと結構厳しいっすよね。グロックは音声モードにもほぼタブーがないから酒飲みながらくだらない話するのが楽しいので、個人的には S かまたは S。ミヨンさんはもうグロック信者っすもんね。そうっすよね。もうちょっと上ですよね。ただ一般的にグロックに課金してるかってなると難しいっすよね。この N8N って読み方は N8N でいいんすか？僕ずっとそうやって読んでるんですけど。N8N が人気になるのは個人的にニコニコできる。嬉しいんだ。そうなんだ。エージェント開発。だからまあエンジニアさんにはやっぱり魅力的なツールなんだな。やっぱその辺聞きたいな。エンジニアさんが非エンジニアの僕とかそういう一般の人にプログラミングやるんだったらこれだよ、
ティア表作りたいですね。イルシルよりスノの方が一般人も使い道ありそう。そう、使い道はそうだよな。イルシルの知名度どうなんだろうな。どうかな。まあカーソルはまあこっちだよな。あー、いやもうむしろイルシルを B に入れるかどうか問題もあるよね。ノーションは一般的にはあまりおすすめしないかも。具体的に活用できそうなことをやるのなら進めることもあるくらいか。なんかスタートアップとかはノーション入れてそうだよな。いやなんか思い切ってこうかな。これどうすか？なんかちょっと納得感ありません？で、なんだったらイルシルをここに持ってくるぐらいな感じ。イルシル、ジェンスパーク、アドビ、スノ、ガンマ、カーソルは下だな。どうすか？こんな感じじゃないですか？あ、N8N で合ってるんですね。ありがとうございます。N8N なんだ。なんか、かわいいな。イルシルってこんなに高いですか？いや、そう、僕もね、ちょっと疑問に思っちゃいました。イルシル課金してたけど完全ビジネス用と。だからまあ会社の中で使うかどうかみたいな感じですよね。ノーションかなり初期から使い倒していてもっと魅力を知ってもらいたいですが、現状 X ユーザーにはかなわないと思います。なるほど。ノーション好きというか、ノーション使いこなしている方でもこう冷静に見るとそういう風に映るんですね。キャンバーはどうですか？ ORK さん、キャンバとのこの順位は、ここ結構大きくないですか？これなんかちょっとキャンバの方が若干上な気がするんですよね。あくまでも僕の意見ですけど。グロックは X のプレミアムプラスに課金して Web スマホアプリにそのアカウントでログインすると確か課金扱いになっちゃったよ。どういうことですか？二重に取られるってことですか？ミオさん。えマジ？写真加工とか一般用途で使うなら Adobe が C のトップな気がしますね。Adobe 結構使ってる人いる気がするんすよね。どうなんだろうな。うーん。正直言うと、ジェンスパークは Adobe よりも下じゃないかと思います。あの、個人的にはもっと上なんですけど、ジェンスパークは。ただ一般的に考えたらジェンスパークってまだ下じゃないかなって思うんすよね。イルシルは企業向けに営業かけてるからここはいるんじゃないかな。いるんじゃないかな。キャンバーは仕事でプレゼンするかな。ははははは。プレミアムプラスイコールスーパーグロック扱いになるのかな。二重課金ってことですか？グロックのなんかその料金のなんか取り方がよくわかんないんですよね。アキさん、キャンバス好きです。でも上司に課金する価値あるのか、パワポでダメかと言われたら、説得できる自信がない。そうっすね。いや、まあ、パワポでダメかって言われたらダメじゃないけど、じゃあ、用意ドン、用意ドンで30分でちゃんとしたものを作りましょうってなったら、絶対キャンバに軍配が上がると思うんですよね。なんかタイムアタックとかさせたら、普通にパワポで作るよりも早いと思うんですよね。まあでもあれか、パワポのなんかテンプレートとかなんかあるじゃないですか。なんか最初に設定しておくやつ。
まあああいうのをもう仕込んでる人は話が違うんでしょうけど、ノーションはチームで使って良さが出る。ああ、だから共有前提ですよね。データベースですもんね、共有の。アドビ使う勢もかなり限られた業種な気がする。そっか、まあやっぱレベル感的にはデザイナーとかそっち系か。まさかのこまさかのこうじゃないですか。こういう感じある。これある。コパイロットここに来るある。仕事上キャンバも使いますが、一般向けというと SNS 全般の時代のノーションより上だと思います。AI 除くと絶対ノーション使わないですが。そう、AI っていう風に言うとね、あ、ミオさん、二重課金ではないんですね。扱いがそうなるってことが。プレミアムプランの意味がわかんないですね。あ、東さん、私の周りでインスタグラムやってる人たちはほぼキャンバ使ってる。いやー、インスタやってる人は間違いなくキャンバ使ってますね。あと、結構キャンバの有料版の方で、YouTube のサムネ作ってますっていう人はよく見かけますね。だから、見かけるようになりましたね。自分が YouTube やり始めてから。プレミアムプラスのアカウントで Web またはスマホのグロックにログインすると、すでに課金扱いで使えてる。へえ。だからアカウントは一緒でも上のプランが使えるってこと？パワポでダメかって聞かれたらバトル開始ですね。バトっちゃう。上司とバトっちゃう。あ、ゆうゆうさん、なんだ。この辺がすか。コパイロットこんな上に来ない。さすがにコパイロットを進めることはないですね。まあやっぱそうか。まあそうだよな。ちょっと悪乗りしちゃったかな。コパイロットの立ち位置難しいな。だからもう会社のパソコンに入ってるから使うっていう立ち位置だよな。自分で契約するかって言われたらしないもんな。まあ一応ここに置いとくか。D のトップには置いておこう。コパイロットは今後伸びるとは思うけど、どこまで利用されるかは微妙。まあ正直 Google ワークスペースに食われるんじゃないかって思ってますけどね、僕は。コパイロットの位置は納得。コパイロット D のドベまでいいまである。マジか。このチャンネルのみんなはコパイロット結構あれだな、辛辣だな。いやまあわかるけどね。危うく消しそうになったけど。営業かけられてコパイロットが利用できる企業は増えると思う。まあやっぱ企業向けなんですよね。なんかそれこそ割と大企業向けだと思うんですよ。なんか社員数500人以下とかだったらもうコパイロットじゃなくて Google ワークスペースの方がよくねってなってる気がするんですよね。コパイロット昔のオフィスのイルカ扱いになる可能性さえ。コパイロット、でもここから巻き返してきたらすごいですけどね、コパイロットが。やべえじゃんとかってなったら、それはそれで世界線としては面白いですけど。イルカにお前を消す方法ってやってるやつ懐かしい。なんかあったらしいですね。僕その辺詳しくないんですけど。今たまに見るんですよ、その話を。コパイロットがアップデートしましたみたいなニュースとともにその話がたまに流れてくる。コパイロットは Excel と MCP 連携でできるようになれば最強。はあ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 。
まあ、まあ最終的にまずスライドっすよね。やっぱ世の中の需要はスライドと、あとはあのスプレッドシートかエクセルかみたいな、もうなんかここを取ったら企業税には勝てるっすよね。で Google とジェミニとコパイロットがこれをどっちが取るかっていう感じがするんすよね。AI も課金プランの分かりやすさは課金する時の重要なポイントかもしれませんね。いやマジそこっすよね本当に。しかもなんだろうな、僕の本当に周りのちょっとその年齢の高い方とかだと、そのアメリカの企業だから何円取られてるか分かんなくねみたいなことを言ってくる人もいるんですよ。ちゃんとドルで表示されてるのに計算すりゃいいじゃんって話なんですけど、やっぱその感覚もやっぱりあるから、料金体系が明瞭なのは重要だと思う。うん。会社で導入していれば使うけど個人じゃ絶対使わん。まあそうっすね。個人ではコパイロットはそうっすよね。高い割に独自機能がないのが悲しい。そうなんすよね。なんかコパイロット、まあどうしても後発にアップデートしてるから全部真似事に見えちゃうんすよね。じゃあその中でクオリティがえげつなく高いとかだったら話は変わるんすけど、そうでもないから余計にっすよね。脳波をプロンプトにできたらコパイロットはいいかも。もうそれは別次元の話ですもんね。それはもう別次元っすね。もうガンダムじゃないですか、ガンダム。最高ミですよ。いや、リラくんさんも言ってますけど、もう最高ミですよ。うちの会社は GWS 猛プッシュでマイクロソフトを徐々に使うな例が出てます。ほえー。おかげでジェミにタダで使えるようになって助かってますが。わあ、そうなんだ。Google ワークスペース来てますね。いや、今かなり熱いっすよね、ジェミニ。いや、Google ワークスペースの進化やばいっすよ。だって今月末もGoogle I/O はどっちかっていうと Google ワークスペースのイベントですもんね、確か。マジ楽しみですね。ノートブック LM のアップデートがマジで楽しみ。なんかショート動画らしいですね、ノートブック LM の動画生成。フル尺っていうか5分とか8分とかのそういうのじゃなさそうっぽいっすよ。なんか2分ぐらいみたいな、なんか情報が出てましたけど。コパイロット使えるけど結局チャット GPT とクロードのチームプランを会社に導入しました。おーマジっすか。会社にクロードのチームプラン入れたんすか。すげえすげえ、めっちゃすごい。いいっすね。あ、どんぶらこっこさんこんばんは。いつもありがとうございます。今日は23時に終わる予定です。まあまだもうちょっとあるのでぜひ楽しんでください。コパイロットは AI エージェントでツールを何でも操作できるようになる機能があるんで、それが一般的に公開されて、それがクオリティ高かったら使うかもくらいな感じですね。でも相当ハードル高いっすよね、それって。相当ハードル高いっすよね。だからなんだろうな。まあ例えば会議しました。その会議をその議事録にしてドキュメントに入れてもらって、でそれが自動的にエクセルに表になって、で最終的にじゃあ次のアクションとしてここの会社にプレゼンに行くからパワポにもやってくれみたいな、これが全部エージェントがやってくれて超クオリティ高いとかってならないと無理っすよね。Google とマイクロソフトどこで差がついた？慢心？環境の違い？独自のモデルを持ってるかどうかじゃないですかね。Google はもうなんかジェミニをちゃんと正当に
進化させてってるじゃないですか。なんかそこだと思うんすよね。なんか単純に。だからシェアの、まあシェアの差とか、まあいろんなこと言い出したらあれなんでしょうけど、僕個人としては、もうなんかジェミニをちゃんと育ててるっていうのが、Google さんの強さだと思いますけど。グループウェアとしてはマイクロソフト系と Google 系が主流になってるけど、Google 系はジェミニが使えるので、今入れるならおすすめ。でもそんなの興味ないっていうならマイクロソフト系おすすめ。なんかまあ、AI モデルを使いたいかどうかっすよね。スプレッドシートで AI 関数が本格的に日本語で使えるようになったら熱いです。いや、これマジで本当にそう思いますね。それが本当に AI 関数が日本語でちゃんと使えるようになったら、結構話変わると思いますよ。Google ワークスペースすげえってなると僕も思ってます。だからマジでもう本当に使いたいです、僕は。僕は使いたい。僕も動かさなくていいと思いますね。まずは妥当なんじゃないでしょうか。また何かの機会で別なシリーズやってもいいし。まあ、ひとまずこの辺かな。B は、ちょっと一旦 B これで確定させます？どうすか？ B。ちょっと B の意見を聞かせてください。で、一番左の方が順位が高いんで、こことここ入れ替えるんじゃないとか、あればぜひ。会社的にこの中から一つだけ導入するってなったら、P さんの会社はどんな会社なの？スノー入れるの？スノー入れるんだ。Google スプシはネット接続前提じゃないですか。その点、オフラインで使える Excel はローカルで AI が良くなるのが当たり前になれば、普及が、なるほど。確かにそうだな。Excel はローカルで、そうだな。確かにな。はいはいはい。そこの差はでかいな。やっぱローカルって言われると、おって思う人たちやっぱいるもんな。マイクロソフトの PHI に知名度。まあローカル LLM を、まあ、知ってたりとか、ね、いろいろ試してるぜだから PHI 知ってるってだけで、ほとんどの人知らないっすよね。絶対に。ゆうさんも PHI4 を自分の PC 内で動かせて連携もかけれるなら、そうっすね。ただやっぱり、その、自分ところの言語モデルをどこまで育ててちゃんとなんだろうな表で使われるレベルにやったかってなるともう今 Google が抜けてるじゃないですか。まあそれこそもう世界一をちゃんと競えてるっていうのは超強いっすよね。安田さん B 確定。依存ありません。もう順番もこれでいいっすかね。いいっすかね。ゆうさんも妥当。 OK。 じゃあもうこれで B は固めましょうか。 B はこれで Python 連携できるから頑張ればできるよ。Excel のセルの AI 対応。そうなんだ。へえ。レベル高いな。動きが激しいから年間契約できないんですよね。いや、そうっすね。今このタイミングで年間契約はマジでおすすめしないですね。どれも。まあ、と言いつつ僕、クロードとフェローは年間契約してるんですけどね。血迷ってるよな。まあ、使ってるからいいんですけど。全然使ってるからいいんですけど。角の毛色が違いますが、一般的におすすめするかと言われると無料で良いので、B は異論ありません。角ね。じゃあもう C っすね、あとは。もうなんか C が決まれば、今回は終わりじゃないですか。あと30分で C を決める。まあ、決まりそうだよな。もうこれで、だってここいじりにくいもんな。ガンマが入るかどうかぐらいか。ガンマが入るか。あ
でもここにスノがいるって結構すごいと思うんですけど。ミッドジャーニーとか来んかな。来ないか。ボルトとかはちょっとなんかレベルが高そうなんですよね。ボルト、デビンは、ボルト、デビン、ディファイは、だいぶ下な気がするんですよ。だいぶ下な気がする。レベルが高い。この辺は。クロードはアップデートで対応してくれるから。そうっすね。だから僕はクロードの年間契約は全然後悔してないです。全然後悔してないです。で、妻にも言ってないです。私はレプリットを年間契約しちゃって後悔してる。後悔しちゃってんだ。後悔してんのか。マヌス C の後ろかな。あ、マヌス上がる？マジっすか。マヌス上がるか。ミッドジャーニーあり。いや、ミッドジャーニーあり。あり。まあ、カーソル来ないか。さすがにカーソルは来ないよな。ピカ、ランウェイ、キリング、ドリームマシン。動画生成 AI が入らないのか。まあ、V0 とかも来ないよな。こう、下はもうやっぱエンジニア系っすよね。非エンジニアさんにはやっぱりここはもう話しても伝わらないっすもんね。スノよりもミッドジャーニー人口の方が多そう。そうか。だって先に話題になったのはミッドジャーニーだもんな。こう。ってなったらアドビも来るか。あ、ランタンさん、こんばんは。非エンジニアだけどカーソル年間契約しました。そうなんだ。すげえ、すげえ。そういう人、待ってた。ぜひぜひ、僕は年間契約はしないけど、カーソル課金しようか迷ってたりとか、あとどんな風に使ってるか聞いてみたいですね。非エンジニアなのに、カーソル年間契約したその心は。非エンジニアこそカーソル便利なんだけど、今もうほんとね、カーソル熱がやばいんすよね。なんかちょっと、もう手出したくなってきてる。ものすごく手を出したくなってきてる。非エンジニアもカーソルはワンチャンあるよね。実質無制限利用できるし。で、なんかあれなんですよね。アップデートが入ってなんかいろいろ変わったんですよね。料金体系とか。あとなんかバックグラウンドなんちゃらとか。今日はディスコードコミュニティの中で共有してもらって知ったんですけど、もうなんか全然ついていけてないですね。カーソルに関しては。カーソルは高度な使い方をすると文章生成もできるんですけどね。だからカーソル使って執筆してますとか、あとは今一番オブジディアンとの連携ですよね。で、オブジディアンのコンテキスト情報を使ってカーソルでコンテンツ制作するっていうのがめちゃくちゃ流行ってて、だからオブジディアンを育てようみたいな流れも今起きてるんですよね。だから地味に僕もその恩恵にあやかって過去に出したオブジディアンの動画が若干伸びてるんですよ。若干再生されてるんですよ。その恩恵を受けて。カーソルは D のちょっと上の方。これはスティーブルディフュージョンよりは上じゃない？安田さんに同意。だけどカーソルは D のトップですね。ひとまずここはもう確定で。アキさんのミッドジャーニーは先月課金しました。課金しないと使えないので絵のクオリティは半端ない。
とりあえず C のトップ誰にします？イルシル行く？あ、ミヨンさん、カーソル課金してみましたが UI が慣れなくて使いこなせてない。まあ確かにちょっとやっぱね難しいんですよね。もうカーソルの使い方そのものをちゃんと勉強しないと、僕もやっぱりなんだろう、何がどう使っていいのか分かんないですもんね。なんかカーソル勉強会とかやってほしいもん、本当に。あ、そういえばディスコードコミュニティって参加させていただけるのでしょうか？あ、もちろんですよ。もう一回、あれか。コードみよ、えゆゆさんこれまだ有効っすよね？大丈夫っすよね？これ、ゆゆさんこれまだ生きてますよね？配信中は有効です。あ、これ、OK です。じゃあ、今、チャット欄に流したやつで参加してください。どこまでコメントいったっけ？ライジンマルさんのを読んだのか。今まで欲しかった他にない自分用のアプリを作ったり、これは何て読むんですか？ベンダーバインダーや Chrome のアドオンを作ってます。すげえ。マジっすか？僕ちょっとね、Chrome 拡張機能を自分で作ってみたいなっていう一個の目標があるんですよね。ビットランド AI のクロード3.7って無料無制限で使えるのでしょうかね？チャット経由の場合、短期間に20回使っても制限かかりませんでした。だからビットランド AI なんかたまに広告が流れてくるんですよね、 X で。どうなんだろうな。心臓さん、オブジディアンか自分の方が賢いと感じてしまう。面白い。オブジディアンは第2の脳ですよ。ローカルの。あ、みやびさんぜひ参加してください。ぜひぜひ。そう、みおさん、僕もそのカーソルを文章生成とか、そのコンテンツ制作に使いたいんですよね。あと、今僕ノート書いたりとか、あと生体院のブログ書いたりするじゃないですか。もうそれ書いてリリース、投稿しちゃったら、やっぱなんかね、残んないんですよね。ちゃんと残すっていうことを仕組み化しないと、なんか書いたら書きっぱなしで終わっちゃうんですよ。これをちゃんとなんかストックして、なんか貯めていくっていうのをやらなきゃなと思ってて、そこのなんか仕組みを持つのにはカーソルとオブジディアンはいいんだろうなって眺めてます。そこなんだよな。今どこまでいった？イルシルは1個右泣き。おー。ミッドジャーニーのが上か。ぜひぜひ皆さん参加してください。ディスコード。ランタンさんありがとうございます。ライジンマルさんも。あ、ブレンダーって言うんだ。ブレンダーやクロームなどん。そうそう、ミオさんそうなんですよ。ストックすると、その自分が作ったコンテンツがちゃんと資産になって、で、またそれがコンテキスト情報として、じゃあ 1年後にアップデートするとかっていうのもできるし、これとこれ組み合わせてとかができるんで、その仕組みをちゃんと構築したいなって思うんですよね。今までなんかもう、なんか放流してるだけなんで、ちゃんといけすにしたいんですよね。C もこれで確定ないい気がします。いいっすか？ C はなんかなかなか色とりどりだな。順番もこれでいいっすか？ミッドジャーニー、イルシル、ジェンスパーク、アドビスのガンマ、マヌス。なかなか
面白いパーティーだな、これ。あ、結構皆さん、これ納得の順位か。なるほどな。この辺はでもちょっと面白いな。面白い。じゃあ一旦ティア表はこれで完成にしましょうか。ちょっともう D の並び替えまではやんなくていいんじゃないかな。もう D のトップはカーソルっていうことで、これで一旦ゴールでいいんじゃないかな。どうすか？とりあえずトップはチャット GPT で、D は使わなくていいもんたち。そう、もうここまでいじっちゃうともうちょっとジャンルが違うんで、D の面々に関しては次回、そのエンジニアさんたちから見て、その僕とかそのね非エンジニアさん向けにおすすめする AI、うん、次回はそれをやりましょう。ゆうゆさんとか安田さんとか、結構ね皆さんもプログラミングやってる方が多いんで、その方たちが僕に対してあのプログラミングやるんだったらこれっていうティア表を作りましょう。それ結構面白いと思うな。これ結構興味あるな。プログラミングやってる人たちがガチで選ぶティア表。すげえ興味ある。すげえ興味ある。ひとまず今回はチャット GPT がトップ。2位がジェミニ。3位がクロード。4位がフェロー。で、5位がパープレキシティ。で、6、7、8、9。だからトップ10にミッドジャーニー入るって面白いな。面白いな。いやもう D までこだわってらんないっすよね。いやマジで宮城さん楽しみですね。ね、非エンジニア向けのやつで、そうプログラミング、どっから手出すかどっからで手出すかとどういう風に手出すか結構ね大きい気がしますね。OKR さんありがとうございます。参加させていただきました。初心者ですが皆さんの知見をお借りできればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。来週は少し増やさないとですね。増やす？時間っすか？宮城さん、私は非エンジニアですが、業務自動化で活用してます。へえ。じゃあもうなんか、マクロ書いたりとか、やってるんすか？ちょっとディスコード開きます。今日なんかめっちゃ重たいんすよね。今日このライブ配信やる前に、一回電源落ちちゃって、なんか今日機嫌悪いのか調子悪いのか。なんかあるよ。こういう枠組みなんだ。開発エンジニア、システムアプリ。へえ。めっちゃ分かれてるね。すご。すご。なるほど。いやでもこれも、あれっすよ。その僕らの整体院とかの業界でも似たような感じっすよ。理学療法士でも、あの、歩行訓練が得意な人と、もう本当になんか、筋力トレーニングが得意な人とかでも全然分かれますからね。マジで。めっちゃ増えた。めっちゃ増えました。ありがとうございます。
一応ここにルールがあるんで、さらっと目を通しといていただけると。お、吉野さん、そういえば、あと40人で2000人ですね。あ、そんなになってます。ありがとうございます。そうなんだ。エンジニアって技術者って意味だから、一般的にはもっと広いと思う。ああ、まあ、今みたいに細分化するとってことなんですね。はい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 。あと40人で2000人か。明日、まあ明日はちょっと、一応ラジオは予約投稿してますけど、明日で行くかな。まあ、明日では無理か。1日40人ってちょっと跳ねないと無理ですもんね。いや、東さん、大きな節目ですよ。いや、2000人ってすごいっすよ。すごいっすよ。自分で言うのもなんですけど、僕がすごいとかって話じゃなくて、2000人っていう人数、すごいと思うんですよね。だって今日この時点で、同説今39人じゃないですか。39人もの方が、わざわざ時間を割いて、貴重な時間を割いて、僕のライブを見てるんですよ。異常ですよ。僕の人生から考えると異常ですよ。あ、みやびさん、VBA、Python、JS あたりをメインで触ってますね。え、みやびさんすごくないですか？非エンジニアと言いつつすごい人じゃないですか。いや、その辺やっぱ触れるようになると、やっぱ世界変わるんだろうな。なんか、本当になんか自動化っていうものが手元に来る感じを僕はちょっとそこまで行きたいんですよね。自動化が手に入る感覚が今ないんですよ、まだ。あ、みおさんありがとうございます。もうなんか、ありがたいことに本当に1週間から10日ぐらいのペースでなんか100人ずつは変わらず落ちずに伸びてくれてるんで、本当ありがたいっすね。新しい人たち向けに各チャンネルの使い方を説明してもいいかも。あー、なるほど。なんかどっかで、あれですね、ボイスチャットやりたいですね。なんか普通に。この YouTube で配信するとかじゃなくて、普通にボイチャしたいですね。この前もやったんすよ。あの、あれ、AI ブラウザのフェローをやってる時に、入ってきてくださって、普通に面白かったっす。一人で1時間垂れ流してて誰か来ないかなってやってたら。30年前はそんなに分かれてなかったので、アンケートとかで困るんですよね。あ、そうなんだ。へえ。エンジニアのくくりもやっぱ時代によって細分化していくんですね。前、ゆゆさんが、このグループがディスコードの中で上げてくれた、プログラミング言語の歴史の YouTube 見たんですけど、めっちゃ面白かったですもんね。すげえ、こんな変遷たどるんや、みたいな。あ、シップさん、ありがとうございます。いつも AI ニュース楽しく拝見しています。わかりやすくまとめてくださり、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。わざわざコメントまでありがとうございます。ぜひこれからも見てください。ありがとうございます。あ、ゆうさん、いつもありがとうございます。もう、ディスコードの管理は僕、ゆうさんにおんぶに抱っこなんで、何にもしてないんで、申し訳ないっす。絶賛チャンネル漁ってたので、解説してくれると助かります。この、ね、この VBA とか Python とかの解説もそうだし、カーソル勉強会とかやりたいっすね。カーソル勉強会は、なんか、やってほしい。ディスコードの中で。それこそ今、カーソル触ってますよっていう方向けでもいいし、カーソル触ったことないんだけどっていう人向け。なんかとりあえずインストールだけしてきてねっていうレベル感となんか分けるとか、
まあ覗いててもいいですけどね。なんかそういうのやってほしい。なんかもう今すげえピッピッピッってなってるんだけど、各チャンネル説明をもうマジでゆうゆうさん仕事早いんだよな。一応僕とゆうゆうさんが管理者になってるんですけど、僕管理者として何もできないんですよ。名前だけ管理者です。すべてゆうゆうさんがやってくださってるんで、本当に申し訳ないです。ゆうゆうさんがいなかったらこのコミュニティはないです。存在しないです。あ、東さん警告が出た。あ、そうなの。増えましたね。あ、みやびさん、知識ないところから始めましたけど、手を動かしていけば知識は後からついてきますね。ああ、耳が痛い。本職の方にはかなわないですが、いろんな情報を集めて試すの楽しいです。ああ、さすがだ。もう耳が痛いっす。まあ、だからこそ、なんだろうな、みやびさんの、なんだろうな、意見っていうか、私はこうやってますよとか、ここから始めましたよっていうのは、なんか、僕みたいな、全くわからない勢にすると、すごくありがたいんですよね。目線が近いっていうか。僕のチャンネルも多分そんな感じだと思うんですよね。もう AI 全然わかんないですっていう僕の目線に共感してくれる人とかが多分来てくださったりとか、まあ、最近はねガチエンジニアさんたちは多分若干あれなんでしょうね。僕をこいつなんか危なっかしいから育ててやるかみたいな、なんかたまごっち感覚があるのかもしれないですけどね。サクセス系のそんな気もちょっとしてるんですけど。あ、17人も増えたんですか。すごっ。マジか。たくさん増えると警告がなるほど、そういう仕様なんだ。あ、みわさん、ありがとうございます。本日チャンネル初めて知り登録しました。ありがとうございます。勉強になります。質問で恐縮なのですが、PDF でなく、Web 形式のリファレンスはノートブック LM に1個ずつリンクを貼っていくしかないですかね。ああ、まあ結論、答えを言うとそうなりますね。リンクを貼っていくしかないんですが、検索もできるんですよ。これが、ノートブック LM の検索って、プロプランだけでしたっけ？ここで、ここのソースを追加っていうところの隣に検索っていうのがあって、で、ここで検索ができるんですよ。例えば、VBA、初心者向け VBA の始め方みたいな感じでやると、ノートブック LM 上で検索ができるんですよね。で、なんかこういうのがバーッと集まりましたっていうので、今10件あるんですけど、これをインポートするともうここに全部入るっていう感じ。あ、そうですね。Chrome 拡張機能もそうだ。そうだ。なんで、例えば、なんか、まあ、ちょうど今、オブジディアンのページがあったんで、今このウェブページがあって、ノートブック LM に入れたいなって思ったら、Chrome 拡張機能があるんですよ。この、ノートブック LM ウェブクリッパーっていうのがあって、これ Chrome 拡張機能なんですよ。で、これをちょっと今チャットに入れますね。で、この Chrome ノートブック LM ウェブクリウェブインポーターだ。ウェブインポーターを入れて、ここでポチると、ノートブック LM に
入れますかっていうのがこうやって出るんですね。でもうすでにノート作ってればそこに入れればいいし、あと普通に新しいページを、新しいノートブックを作るみたいな感じでやると、もうこれで入ってます。さっきのウェブページが。これですね。Obsidian MCP を使って今まで貯めた情報で遊んでみるっていうやつがこれですよね。だからもう Chrome 拡張機能のワンタップで入れれるんで、これはマジ便利です。三輪さん、これで大丈夫ですかね？答えになってますかね？今、東さんとゆうゆさんがディスコードの、あれですかね、状況管理をしてくれてるのかな？ OKR さん、アーカイブで見ましたが、ライブオンリーの参加ハードルが高くて、なかなか参加できませんでした。申し訳ないです。申し訳ないです。まあなんかそんななんか大々的にディスコードコミュニティをそのなんか宣伝するっていう感じじゃなかったんで、まあちょっとしばらくはライブ配信限定でっていう方向性だったんですよね。もうそれでも多分今40人近くなったんじゃないですかね。ディスコードコミュニティって。これ今何人いるんだ？ 51 人。まあ何個かあれなんですよね。チャットボットがいるはずなんで、まあそれでも40人ぐらい、45人ぐらいいるのかな。すげえ。すごくないっすか？ 40 人ってすごくないっすか？コミュニティ。すごいな。だって僕整体院経営しててお店やってて40人、まあその言い方がちょっとね、語弊があるかもしれないですけど、まああえて分かりやすく言うと40人集客するって結構大変なんですよ。結構すごいことっすよ。すごくないっすか？なんでこんな集まってくれたんだろうって。いや嬉しいんですけどね。嬉しいんですけど、不思議な気持ちになってます。ありがとうございます。本当に。本当にありがとうございます。楽しみましょう。ぜひ。まあ、特別大きなルールはないですけど、もうみんながこう、自由にいろんなの上げてくれるんで、AI ニュースとかも。ただやっぱり、あれっすよ。こういうリアクション、なんか、いいねボタンとかがあるんで、やっぱリアクションすると、されると嬉しいっすよ。ねえ、安田さん、本当になんか、いつの間にこんなに人が集まって大きくなったんだろう。すごいっすよね。あ、みおさん、ありがとうございます。ウェブ形式の開発者ドキュメント、例えばカーソルの開発ドキュメントを丸ごと読み込ませたい時があって、困った時、ウェブの開発者ページでググるの嫌なんですよね。あー、ディベロッパーページってことなんですか？ノートブック LM に複数の URL を貼ったテキストファイルをアップロードできたはず。え、マジっすか？東さん、それって中の URL は読めるんすか？そんなことできるの？マジ？ちょっと試したいけど。あ、読めるんだ。へえ。テキストファイルに URL 貼って？えマジ？テキストファイル？このテキストエディットとかでいいんすか？そうだ、11時なったじゃん。URL リストのテキストファイルを作る。
マジちょっとそれ試したいんだけど。時間が、いや、これやるか。いや、安田さん、延長戦突入っすね、これ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。生体さんからは誠実さが感じられるので登録しました。最新情報発信もすごく価値があります。ありがとうございます。もうそう言ってもらうと嬉しい反面照れくさいですね。ありがとうございます。URL リスト。東さん、それってこのテキストエディターとかじゃないとダメな感じ。Google ドキュメントでもいけます？だってソースの上限、だって無料枠とかだったら50っすもんね。テキストファイルで OK です。マジ？ちょっとそれだけやって終わります。こういうなんか点とかは入れない方がいい感じ？東さん、こういうのは入れない方がいい？普通にもう URL だけの方がいいですか？マジで？ URL のみ。URL のみ。例えば、まあ、この Amazon の、テキスト、テキスト。Amazon ってこれって開業しても大丈夫？した方がいい？これもうバーって並べ、開業します。開業します。こんな感じですか？こんな感じで開業していけばいいんですか？その開業はいらない。この開業はいらない。開けなくて OK。これがちゃんと一個一個になっていればいいってことですよね。こうやって。これ今なんか Amazon のリンクなんでわーって長いんだけど、リンクが1個、2個、3個っていう、こういうことで、そういうことですね。OK、はい。OK、はい。で、とりあえず、3つ入れました。4つか。4つリンク入れました。名前をつけてアップロード。これを保存する。ノートブックレムテスト。で、これをデスクトップ。これ日本語でいいんすか？これなんか変える？いつも変えてたっけこれ。拡張子がそのままで OK。拡張子テキストを使用。これもこのままで OK。はい。保存。保存されました。で、ノートブック LM に行って、新規
ファイル、これか。リンク集。おー、100日チャレンジという新しいアプリケーション実践に関するものです。へえ、読み込まれてんだ。マジ？えっと、でもこのオブジディアンのリンクも入れたはずだから、オブジディアンについて教えて。あれ？オブジディアンのリンクは入ってない？全ノート、URL が自体を踏まえて、あ、これ読み込めれてないのか。東さん、これは、このブログは読み込めなかったってことですよね。全デブなんちゃらかんちゃら。これは、これだもんな。あ、東さんのではできたんだ。じゃあ僕のがなんか反応しなかったってことか。ただ Amazon のリンクは読み取ってんだよね。おー、この URL は大塚亜美氏の100日チャレンジページのリンクです。へー、すごっ。すごくないこれ。この裏技超やばいじゃないですか。えぐいな。じゃあ経クロス、日経クロス。あ、このノートの内容を要約させてみますか。大塚亜美のノート記事の内容を300文字で教えて。これいけたらやばくない？あ、中は読めないのか。記載されています。また記事の本文がソース内に記述されていないため、その内容を要約することですね。中は見れないのか？見れるリンクと見れないリンクがあるってことか。これちょっとなんかいろいろ試したいな。東さん、なんかこれってコツあります？行けやすいリンクと行けにくいリンクとかってあるんですかね？ジェミニにいろいろジェミニが教えてくれたってやつか。これちょっと検証してみようかな。面白。すげえな。身内なのでこれ面白いな。実際にちょっと読み取ってんだよな。すげえ。
あ、なんかリンクによってなんか差があるのかな。リンクのタイトルだけを読み取ってる動的ページ。あー、リンクのパラメーターに書いてあることを読み取っているよう。これ面白いな。そうですね。まあ、このやり方の検証をちょっとやってみて、まあ、今のところ多分確実なのは一個一個ちゃんと入れていくのだと思うんですけど、でもこれができるんだったら超熱いっすよね。ボットのデータ取得を拒否する設定になっているサイトだとダメなのかなあ、なんかそういうのあるんだ。そしたら、この辺のリンクとかをまとめて取りたいんだよな。Google ドキュメント。こんなんをもうバスッとコピペしていけたら超熱いんだけどな。えーっと、引用文献の URL だけを抽出。うん。アプリによって表示できるページとできないページがあることは確かにありそう。YouTube の動画に URL がそれでいけたら最高だけど、まあ確かに。あ、Google ドキュメントはダメだって言われたんですね。多分パワープレならある程度読んでくる。あー、Chrome で開いてみるか。Chrome で。えーっと、よ。で、これをコピーして、ノートブック LM。やばい。もう15分も過ぎてる。ログイン方法。あ、なんか、ダメだ。ちょっと待って。ちょっと待って。別のアカウントで。ちょっともう一回試したい。もう一回試したい。
このファイルが何だったっけな。生体院リサーチ。東さん、これはこのまんまでいいんですよね。拡張子もテキストを使うんですよね。で、しました。で、テキストっすよね。で、デスクトップ。お？この出典は、この情報源は生体院、日本の生体院や接骨院業界に関するさまざまな側面を網羅してます。一番店舗数の多い、多いのはどこですか？これわかんのかな？おお、出た。リンクからいけたっすよ。いけた。やば。リンクしか貼ってないですもん。いや、これマジ革命じゃないですか。今これマジ革命だと思いますよ。すげえ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 。あ、直接ノートブック LM にコピーもできます。すげえ。やばい。今やったのは、どこだこいつじゃない。あれだ、リンクが。ちょっと待ってくださいよ。やべえ、めっちゃ興奮してる。今、ディープリサーチしたやつを Google ドキュメントにするじゃないですか。で、今僕これジェミニのサイドバーで URL だけを抽出してっつって51個抽出したんですよ。で、これをそのままコピーしてテキストファイルにしてここに入れただけなんですよ。でも読み取ってくれた。やば。これすげえ。これすごくないっすか？東さん天才。やば。じゃあディープリサーチした後のあれじゃないですか、ソース全部ぶち込めるじゃないですか。やばくないですかこれ？すごい。これ超やばくない？これ超やばくないですか？いやー、東さんありがとうございます。なんだろう。僕、僕いつもそのライブ配信やってて思うんですけど、今日で11回目じゃないですか。いつもそろそろ終わりましょうかっていう時に、一番すごいのが来るんですよ。一番すごいのっていうか、どでかいのが最後に来るんですよ。これ何なんでしょうね。何なんですかね。そろそろ終わりましょうかってなったら本気出すんですかね。すげえ。いや、これは革命だわ。これやばくないっすか？いや、東さんマジありがとうございます。このぶっ込みはやばい。いや、これ革命じゃないですか。本当に。いや、これ、ジェミニのディープリサーチ、
した後、これ、だってこのドキュメントも入れてもいいし、まあそれこそ、ジェミニがまとめた情報じゃなくて、もうちゃんとソース全部使って抽出できるわけじゃないですか。ちょっとこれ話変わってきますよ。えぐい、えぐい。うわー、東さんマジでありがとうございます。マジ天才。いやー、すげえわ。もう、ごめんなさい。全然コメント読んでない。もうどっから読んでないかがわかんない。いやー、これはすげえわ。おもろ。これ、そうっすね。ちゃんと動画に撮って共有しましょうかね。まあ、もうちょっと検証したいっすね。それこそYouTube リンクとか X とかそういうのがいけるのかどうかとかも検証した方がいいっすね。そう、何が理由で弾かれたのかも知りたいし、まあ例えばですけど、今僕、アークブラウザ使ってダメだったけど、Chrome だったらいけたとか、なんかそういう微妙なのもあるのかもしれないし、いや、これすげえわ。マジすげえ。すげえ。出たね。面白すぎる。ね、どのソースがいけてとかは、やっぱ気になるし、まあ僕の場合はやっぱり論文っすよね。うん。まあ多分いけるとは思うんすけど、たまにやっぱりブロックかかってるとかもあるんで、それこそ PDF の URL とかだと、たまになんか読み込めないとかがあったりするから、いやー面白いわー。そう、ジェミニのディープリサーチのなんか使い方変わりますよね。すげえ。だってジェミニのディープリサーチってもうそもそもソースを選別してるわけじゃないですか。レポートに使用されてるソースと使用されなかったソースを分けてくれてるんで、すごい。東さんありがとうございます。いやーなんかこれこそコミュニティの力っすね。コミュニティってすごいっすね。まあ今このコミュニティの中の話ではないですけど、もうなんかライブ配信でこの時間まで参加してる人たちって多分ほとんどコミュニティメンバーだと思うんですけど、すげえわ。一人じゃ絶対この発想とかにはたどり着かないもんな。やばい。来たなこれ。来ましたね。はい。読めない理由はジェミニに聞いてください。教えてくれますよ。わかりました。ちょっとこれなんかじっくりと時間かけて検証したいですね。はい。動画にはしようかなと思うんですけど、ちょっと焦らずにじっくりやろうかなと思います。あと、もしあれだったら、皆さんもなんか、これいけたよとか、これダメだったよとか、ディスコードの中で教えてくれると助かります。多分僕一人だと全部いけないんで。いやー、来ましたね。これマジ面白かった。そうですね。三輪さんの質問からですもんね。このノートブック LM の話題になって、そこで東さんが本気出して、来た。最高。最高っすわ。はい。という感じで、今日、あの、23時に終わる予定だったんですけど、まあ、いつも通りオーバーしました。ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終了したいと思います。本当にいつも参加してくださってありがとうございます。ディスコードの方でもぜひ絡んでください。
よろしくお願いします。いや、東さん、本当にありがとうございました。めっちゃ助かりましたというか、面白かったです。マジでありがとうございます。ランタンさんもありがとうございます。心臓さんもいつもありがとうございます。またお願いします。安田さんもありがとうございます。ぜひぜひ。カツさんも最初から本当にいつもありがとうございます。いや、僕もめっちゃ勉強になりました。ミオさんもありがとうございます。リランくんさんもありがとうございます。いい終わり方っすね。ありがとうございます。F シャープさんもありがとうございます。子供会頑張ります。ありがとうございます。ゆうゆうさんもいつも、本当にいつもありがとうございます。仕事早すぎて、もうなんか頭上がんないです。どんぶらここさんもありがとうございます。おやすみなさい。みやびさんもありがとうございます。バイさんもありがとうございます。またぜひディスコードで絡みましょう。ありがとうございます。ORK さんもありがとうございます。またお願いします。ライジンマルさんもありがとうございます。またぜひお願いします。シップさんもお疲れ様でした。ありがとうございます。